皆さんこんにちは、かなです。音の確認してから進めます。ちょっとお待ちください。音の確認してから開始したいと思います。大丈夫そうですね。 OK、大丈夫そうです。すいません、15時予定でしたが遅れてスタートしてしまいました。お待ちいただいてた皆さん、すいません、ありがとうございます。こんにちは、いらっしゃいませ。よろしくお願いします。お待たせしました。元気かなさん、元気 100%。 かなパンチよろしくお願いします。なんかどうしよう、なんかいきなり恥ずかしいですけど、すいません。こんにちは皆さん、よろしくお願いします。よかったです、ありがとうございます。すいません、昨日連絡配信休みます連絡がねをせずに、休んでしまいましたが、私元気です。今日も張り切って、事件をね解決していきたいと思います。で前回ね、一昨日はサブクエストをね進めましたけど、今日はメインをやっていきたいと思います。皆さん覚えてますでしょうか？ちゃんとストーリー覚えてますでしょうか？私は自分のためにちょっとね目的整理からしていきたいと思います。あれだよね、クアナが今逃げてて、で RK がクアナを追っているんですよね。でそこにきっと澤先生が RK がクアナを追ってる理由をね追うことによって澤先生が殺された理由もわかるんじゃないかと。で沙織さんの推測曰く、どうやら RK の黒幕は事務次官、今の厚生労働省の事務次官楠本玲子なんじゃないか、それ筋通ってんじゃないか、その説みたいなね話も出てきまして、今日はそれをね調査すべく RK をこの偉人帳で、見つけてねとっ捕まえて、ちょっと事情をね聞きたいなと思ってます。大丈夫？俺休んでました。大丈夫ですか？体調不良ですか？なんかね最近ね雨も降ったり天気だったりして、体調じゃない、天気もね結構いろいろなので、大丈夫でしたでしょうか？皆さん元気でしょうか？もうサスペンスになってますね、完全にね。サスペンスドラマです。これ一応どういうくくりなのかな。サスペンスアクションゲームみたいなカテゴリーじゃなかったかな、これ。ロストジャッジメント。はい、ってことで早速やっていきたいと思います。でちょっと待ってね、もうメインストーリーは一旦つくもの事務所に戻ろうってのがメインか。一旦つくもの事務所に戻らないといけない。タクシーで行こうか。ここ今ねこの間サブクエやって、やばいな、いるな。サブクエやってね、今中華街の方に来てたので、あったタクシー乗ってく。あれ、なんか私遠回りしたね。遠回りしたね。はい、じゃあつくもの事務所に戻りやす。ここじゃない？つくも、はい、進めてくぜ。やっぱね、澤先生は殺されるべき人ではなかったから。なんでそれがクアナに関わって、おそらく殺された RK にね。それがねどうしてもやっぱ許せないから、必ず真実を突き止める。お揃いか。八神さん、もう帰ってきたんだ。てっきりどこぞで夜までお楽しみかと思ってましたぞ。今からここで楽しむつもりだよ。また楠本玲子のことを調べてほしいんだ。彼女が RK の黒幕だったかもしれない。え？つくも、こないだ見せてくれた楠本玲子の写真、また出してくれるか？
大変なこっちゃよ。厚生労働省の事務次官が実はヤクザグループ動かしてたってなるとね。ほらこちらを見てくだされ八神氏。楠本玲子が厚労次官になったのは今年に入ってからですね。まだ1年経っていません。今も評判はいいみたいだな。なる少なく前か。とも彼女を悪く書いた記事は見当たらないようです。事務次官になる前組織のしがらみにとらわれない省内改革、天下り企業にも厳しいメスって大活躍みたいだね。事務次官って官僚の一番偉い人でしょ。ああ、そんな人が過去に息子の復讐をしてたとしてそのことを知っている桑名の口を塞ぎたがってる。そういう事情だったら何かのつてで RK を動かすかも。何かのつてでというあたりがやや雑ではありませんか。うん。ただ RK は桑名さんを探しながら沢先生をああ、沢先生を殺して俺のことも殺そうとした。普通いくらヤバい組織でもそんな簡単に殺しなんてしない。リスクが高すぎる。でもそこに黒幕がいて大きな後ろ盾になってるなら話は別だ。例えばそれが事務次官ってことなら腑には落ちる。ネット覗いてるだけじゃ何とも言えないね。やっぱり本人に直撃するしかないんじゃない？いつもみたいにさ。かもな。しかしそう簡単に会えるものなんでしょうか。楠本充は今も意識不明でいるんだったよな。ええ。どこかで入院してるならそこを張り込むって手はある。なるほど。それありだね。あり中のあり。おやおや、これはなんだよ。ネットに速報が。沢先生の殺害犯を手配とあります。で相馬？ニュースでもやってますね。手配された犯人は私立高校の教員沢陽子さんが自宅マンションで殺害された事件で、神奈川県警は自称便利屋の北方優容疑者を指名手配しています。なんで桑名が。犯人は RK の相馬でしょ。事件の前後、現場周辺の防犯カメラに姿が映っていました。また10年以上前から偽名を使用していたとみられ、警察は沢さんと何らかのトラブルがあったとみて行方を追っています。なんで警察は相馬じゃなくて桑名？これは今どういう状況になってんだ？神奈川県警のさ、渡部聞こうよ相馬だ。犯人は相馬って言ったよね。八神氏、桑名さんが防犯カメラに映っていたのならそこには RK の連中も同じく映っていたはずですよね。ああ、そうだと思う。なんだこれ。もっと言えば俺もどっかしら防犯カメラで撮られてたはずだ。なのに警察は桑名だけを指名手配してる。なんでだ。なんか闇感じる。よし、聞いてみよ誰に？県警の渡辺刑事。渡辺だ。三越柴殺しも担当してる。おう、探偵さんか。どういうこと？どうも。桑名が沢先生を殺したって何か証拠でも出たんですか、鍋さん。ニュースは見たんだろ。桑名は現場近くの防犯映像に映ってたし、被害者とは旧知の中。おまけにずっと偽名を使ってた不審者だ。俺は沢先生が相馬にアイスピック突きつけられてんのを見てます。現場には RK の足跡もたくさんあった。なのに桑名が犯人ですか。捜査本部はそう言ってる。俺に噛みついたって何も出てこねえぞ。何があったんです？どういうこと？また圧上からの力だね。圧力ですか。桑名だって重要参考人だろうが。それに組織には組織なりのやり方がある。お気楽な探偵は引っ込んでろ。だいぶイライラが溜まってるみたいじゃないですか。そっちは今どこです？あ？情報引き出すか会って話せませんか。同僚に言えない愚痴とかも聞きますけど。鍋さん？お前に会ったとこで話せることは何もねえ。切られちゃったよ。
八なんかあっ神氏。たね。今電話してた相手の周辺の音を拾わせていただいてました。幸い賑やかだったものでやりますの鍋さんの位置がつかめましたぞ。え、さすがです本当かよ。中華街のメインストリートですね。すぐに向かえばきっと見つけられます。でも会いに行ったからって話聞いてくれる？なんて考えてるうちに鍋さんはどっか行っちゃうよ。さすがフットワークの八神探偵事務所。かなわないね。いや、つくもしもなかなかのフットワークの軽さよ。フットワークの軽さと仕事の手際の良さよ。鍋さんは中華街のメインストリートだ。とにかく捕まえて話を聞いてみよう。なんか隠してる言えない何かがありそうだね。ってなるとやっぱ上のさ圧力っぽいよね。闇感じるね。よし、これはタクシーで行くしかない。中華街のメインストリート、ちょっと待って。ちょっとごめんなさい。乗るんです。ストリート名をちょっと見たい。ストリート名って確かさ、マップでさ、地名、出てくるかな。中華街メインストリートみたいなの出てくるかな。出てこないか。でもこの辺だね。まあ行ってみようか、じゃあ。じゃあ、タクシーごめんなさい。タクシーのうんちゃんさん。ここで、この辺だったよね、メインストリートね。OK。こんにちは。いらっしゃいませ。神奈川県警の鍋さん探してく。はい。もうすっかり夜だ。どうしようかな。どっから行こうかな。こっちか。メインストリート。ここから入ってこうか。よし。ここがメインストリート。いるね。どこにでもいるね。悪いやからは。鍋さん一人でいるかな。ちょっと待って、ゆっくり見てく。いた？何？八神、なんだ？お前何やってんだこんなとこで。あ、鍋さん。それとそちらは確か桜井だよ。桜井さん。そうでしたね。お前ここにいるのは偶然じゃねえだろ。どうやって見つけたって感じだよね。で、そいつらも俺も今回の警察の動きには嫌な匂いを感じてる。なんだと？沢先生の件で警察が RK を追わないのはなんでです？それとも俺が知らないだけでもう調べ終わったんですか？こんなとこで話せることじゃねえ。おいこら！警察がまっとうに機能しているか怪しいんだ。おとなしく言うことを聞く義理はないよ。なんだと？こっちはね、正義一本でやってるんだよ。俺はちょっと便所だ。先に署へ戻ってろ。お前も来るだろ八神。そろそろ小便したい時間のはずだ。確かにうずうずしてきた。言われてみればそうですね。うずうずしてきたね。連れてこい。桜井、お前は帰ってろ。小児でもくそ、なんなんだよ。それか肉まんでも食っとけ。私はちょっとうずうずしてきたから鍋さんと一緒に。この人もね、正義貫きたい派なんだね。ところまで連れてくるんですね。ああ、クソみてえな話をしなきゃなんねんだ。いいね。景色くらいは良くなきゃな。県警は沢先生の件本気で桑名が犯人だと考えてるんですか？遊び半分で指名手配なんかしねえよ。札も出てる。桑名一人だけに？その本名は北方優。ずっと偽名でいた挙句、事件のあった時刻、昔の教え子の殺害現場に来てた。俺の目から見ても十分怪しい野郎だね。RK の相馬はどうです？あいつだって周辺の防犯カメラに映ってたはずです。先生のマンションに入ってくとことか。映ってなかったよ。おい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 。なバカな。いや、言い方が悪かった。現場周辺で RK を捉えた防犯映像は残ってない。なんですそれ？三越場殺しが起きて以来、警察の上の連中はとにかく
政治ってやつにかまけてやがってな。警視庁とどっちが江原を取り調べるか手柄取り合ってる頃までは俺もまだ理解できた。だが殺人動画が出てからはガタガタだ。今回の澤先生の件についちゃもう訳がわからねえ。上にいる誰かは本気で何か事件の真相を隠そうとしてる。隠せるつもりでいる。このご時世にだ。何の話です？警察が組織ぐるみで何か隠してると？まず澤先生が殺された現場周辺の防犯映像だが、押収後に警察内部の誰かが消した、やば。 RK の連中が映ってたであろう部分のデータがどこにも見つからない。いやでも足跡あるでしょ現場に。防犯映像消した？ああ、残ってたのは桑名がマンションを出ていく姿だけだ。お前が映ってた部分も消されてたよ。事件の前後、防犯映像に映ってた不審者は桑名一人だ。誰が防犯映像を消したんだ？誰ならそんな真似ができる？お前も手引け、八神。三越場の件も澤先生の件も追うだけ無駄だ。おまけに多分こいつは最悪のケースだが、桑名はこの先事故に遭うぞ。何続々。見つかったが最後、うっかり何かの弾みで警官たちに殺される。暴れたところを取り押さえたら死んじゃいましたとかな。どうも警察の上にいる誰かは桑名に消えてもらいたいらしい。あんた本気で言ってんのか？桑名は何かでかい力にロックオンされてる。だが消されると予想がついても止めようがねえ。俺はもう他の事件を追うよ。お前も組織の一員になりゃわかる。鍋さん。自分の身内がどうしようもなく腐ってたら見ないふりするしかねえだろ。俺はさ、もっと分かりやすい悪党を捕まえてまっとうな刑事でいたいんだよ。あんたそんな人だった？臭いもんに蓋をして身内以外の悪党にだけ正義面で説教垂れんのか？あんたそれでも刑事かよ！てめえ、誰に向かって口聞いてんだこの野郎！あんた鍋さんどうし鍋さんまだ話は終わってねえだろ鍋さん。防犯映像を消すことができんのは誰だ？うっかり桑名を殺させたいのは誰なんだ？そいつを知ってお前に何ができんだエボ探偵！手を引け八神。お前のためにも言ってんだ。まあ俺のためなら手を引くなと言ってほしいね。もううんざりなんだよバカ野郎が！なんかあった鍋さん。こんな人じゃなかった。この若ら手が！待って、すごい怖いよ。なんで警棒なんて持ってさ。待ってどうするうわっあっせっ待ってふう。ちょっと1日ぶりの戦闘はやっぱちょっとすし詰めが必要だね。準備運動もしないと。準備運動もしてない。アキレス腱とかね、大丈夫？ちょっと待って、やっぱ強いね。これね、やっぱね、私。待って。ちょっと待って。私ね、やっぱ竜で戦うわ、竜で。ヘルシーバランス、お肉食べよう。で、竜で戦う。やっぱね、一戦の方がね、多分、一戦の方が、一発の打撃力は強いと思うんだけど、待ってかよ！いきなり来た！冷て！大丈夫。これゲームオーバー一気に。大丈夫、泳ぎは得意って思ったのに。この若なんで戦う本当に。
でもさ、私ね思うんですけど、鍋さんこういう人じゃないと思うんだよ。なんか正義貫くみたいな、まあ、上にうまく上に隠れつつも、こうやってさ、なんかさ、部下をさ一旦引かせて、手引けって言ってくれてんのは、情報教えつつも手引けって言ってくれてんのは、鍋さんさ、本当はさ、多分正義感が強い正義だ、正義じゃない、刑事だと思うのよ。でも本当にやばいって思ってんのと、待って、これ難しい。お願い、泳がせて。私クロールよりも平泳ぎだったら得意なの。クロールよりも平泳ぎの方が早いの。今なんか難易度出てきたね。ちょっと待って、さっきのね、海に捨てられるところ、ちょっとあれをうまく多分やらないと勝てないってことね、鍋さんにはね。おれ、うまく EX アクションができないな。おれ、やっぱね、流しいいぞこれ。流せる、うまく。ここか。オッケー。おっしゃ。ちょっと今のは痛えぞ。わかるやつやこのって思ってんだろうね。ちょっとオッケー、いいね、非常に良い。鍋さんこそ目覚ませ。どうしたよ、あの正義感は。多分ね、鍋さんね、八神のことを嫌いじゃないから、だからやばいことになってほしくなくて、まあ止めに入ってくれてんだと思うけど、でも多分モヤモヤしてる感じありそうだよね。こんなんでいいのか、俺何のために刑事になったんだよ。なんでこんな会社の駒としてこんな。沢先生は鍵閉めてたドアを破られて自宅に押し入られました。そこへ入ってったのが RK の相馬です。アイスピックを突きつけられて怖かったんでしょう。俺が彼女を見つけた時に開きっぱなしの目には涙が溜まっていました。なのに警察は相馬を追わずに桑名を追ってる。そこの刑事は違う犯人だと分かってるのにどうしようもないことだという。なら俺が彼女に代わって声を上げ続けます。それを止めに来るやつが真犯人とその黒幕だ。分かってんの、鍋さんは。見当ついてんのかな、誰が、警察内の誰がそうしてるか。そうかも。でももしその黒幕に心当たりがあんなら事前に聞いておきたいんですけどね、鍋さん。警察の中に誰か桑名を殺したいやつがいるわけですか？沢先生の件を調べ始めるとすぐ県警の上から犯人はこいつだと資料が降りてきた。それはお前が名指しした相馬の資料じゃなかった。通称便利屋の桑名北方優の資料だった。おかしいよな。事件直後現場にいる俺らよりも先にお偉いさんたちが犯人分かっちまったってんだからよ。その北方の情報は誰から？俺は知らん。ただ公安筋の情報とだけ説明があった。警察庁のな。公安？警察の公安は要するに日本のスパイ組織だ。はいはいはい。あれ見たよ最近、あのドラマ。ネットフリとかかなでやってたビバントだっけ。ビバント公安スパイ組織ね。外国の工作員や暴力団
政治団体をとかを監視する。その目的は犯罪者の逮捕というより治安維持のための情報収集と内情分析だ。沢先生の件をなんで公安が？どうも連中のお目当てはカムロ町の半グレ RK の犯罪者ネットワークらしい。東上会ってヤクザが解散して犯罪者たちがどんどん地下に潜ってるだろう。で公安としちゃそいつらの動向を把握するには RK を捕まえるより泳がせて監視し続ける方がいい。どうせ悪党なんていくら捕まえたってすぐ次のが出てくるんだからな。公安は RK を潰したくないってこと？だから沢先生の事件に目をつぶるっていうのか？それだけ？もしたった一件の殺しで RK を一網打尽にしたらまた新しい情報源を見つけなきゃならんからな。あくまで公安の立場で言えばだ。バカな。もちろんたったそれだけ？大っぴらにそう言ってるわけじゃねえ。公安によると沢先生を殺したのが RK でないことは確かだとさ。え？は？なんだよそれ。その根拠は？ないんだよそれが。おまけに RK の相馬ってのを警視庁に問い合わせたが何の記録も出てこねえ。前科も戸籍も写真の一枚さえもな。つまりどういうこと？相馬和樹って男は記録上存在しないってことだ。それが元々なのか誰かに隠蔽されたもんかはわからねえ。代わりに公安は桑名の資料をすぐに一式揃えて送りつけてきやがった。そしてそいつが沢先生を殺した星だと上に号令をかけさせた。そんな理屈が通るのかよ。要するに桑名は RK の身代わりだ。公安は沢先生の件をそれで幕引きにしたいとなるとあとは桑名さえ黙っててくれりゃ帳尻を合わせられる。あんたはだから桑名が事故に遭うって？ああ、臭いもんは全部水に流しゃ蓋を閉める必要もなくなる。沢先生殺害を全部桑名のせいにするのはさすがの公安でも難しいはずだ。でも桑名を消して死人に口なしとすればうやむやにかすることはできるかもな。公安って具体的には誰なんだ？そいつの名前は？あいにくそこまで知らせてもらっちゃいない。ああ、そうか。俺はお前が考えているよりずっと下っ端なんだよ。はい、渡辺。偉人帳でか？なんだ？そうか。分かった。また何かあったら電話してくれ。桑名が現れた。偉人帳でさっきまだ偉人帳目撃情報ありだ。あいつがこっちに戻ってきてる？まだ裏は取れてねえがな。場所は？福徳町コミジュルって連中がいるコリアンタウンだ。今警察が向かってる。コミジュル？韓国語でクモの巣って意味だと。見たことねえか？建増しした廃墟みてえなやつ。そこに桑名がいたって？俺から聞いたって誰にも言わねえよな。そんなに暇じゃないよ。このままだと桑名は事故に遭う可能性があるんだろ。だからあんたは俺に奴の居場所を教えてくれた。あいつに会えたら言ってやれ。お前を狙ってんのは天下の公安だってな。やっぱ鍋さん正義感強いじゃん。まだ彼の中での正義は消えてない。よし、ちょっとここ待って、ここ何屋さんですか？幻のラーメン屋さんではないですよね、あなた。いらっしゃいませ。ワゴンショップ。87万も持ってるんですすごいでしょ。お金持ちなの。なんだこれ。ハグクームアルファよりも効果が凝縮されてる。
経験積まなくても力が得るぞ。8万はでも出せない。8万は出せない。四つ葉のクローバー、こうもたらすと言われている珍しいクローバー、何かのよもぎ、よもぎね、よもぎね、よもぎ。ありがとうございました。田舎にいた時、よもぎ道端から取ってお母さんによもぎ餅作ってもらったな、そういえば。ここは一旦こっちに出ればいいのかな。なんか全体図が出てきてない気がするな。弁当も買いたい。弁当もちょっと結構食べ過ぎちゃったので、弁当がね少なくなってる。どっかにコンビニがあれば行きたい。よし。コミジュルさ、一番最初の方に出てきたよね。なんかクーナから聞いたのかな、確か。この横浜エリアにいる、ギャングとか、ヤクザグループの組織の一つとしてね、なんかコミジュルっていうなんか韓国系の組織があって、なんか彼ら恥ずかしがり屋な組織だみたいなこと言ってた気がするな。撃破おめでとうございます。ありがとうございます。何度も海に落とされちゃいましたけれども。よし、こっちか。急げちょい急に君、いい建物、いいマンションだ。こっちでスケボーになろう。うわー、びっくりした。八神氏、つくもです。偉人町に桑名さんが現れたそうですぞ。つくももそんな情報。ああ、コミジュルだろ。今向かってるとこだ。おお、さすがですな。そういうわけで、すでに警察がコミジュル一帯を封鎖し始めています。マジか。早いね。包囲してから徐々に網を狭めて桑名さんを捕まえるつもりでしょう。八神氏、どうされます？そいつを手配してるのは公安らしい。で、鍋さんによると桑名が捕まったら何か事故が起きる。事故？とにかく警察より先に桑名を見つけたい。つくも、あいつのとこまでナビ頼めるか？わかりました。では八神氏はそのままコミジュルに向かってくだされ。僕は周辺の状況を確認してみます。あ、杉浦氏も派遣しますので。心強い。分かった、よろしく。よし、仲間がいた方がね、やっぱ心強いよ。全然違うよ、気持ちがね、いるといないじゃ。あ、本当だ。なんか継ぎはぎだらけのこちらつくもです。八神氏、プレハどうぞ。が継ぎ合わせたみたいな。ああ、多分コミジュルの前に着いた。ええこちらドローンから見ておりますぞ。警察が道を塞いでる。どっかコミジュルに入れるルートは？ご安心を。侵入ルートの調べはついて早いね、ますぞ。仕事できるね。つくもし。よし、行くか。さすがだな。で、どうすればいい？もバリケードの手前、白い車が止まっているのが見えますかな？うトラック、ああ、あれ収か。集車みたいな。車の脇にかろうじて人が通れる隙間があります。そこから中に入れますぞ。窮屈かもしれませんが、八神氏の身のこなしをもってすれば問題ありますまい。了解。けど、さすがに人目が気トラになるな。ックと壁の隙間。それについてはお任せを。いたぞ、こっちだ。よし、今がチャンスだ。サンキューつくも。すごい。新手の気の引き方。ちょっと待って、どういうこと？こう、あ、そういうことか。こっちからのこういうことね。あ、どうしよう。弁当買ってないけど、まあ、いっか。もう行くしかない。よし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 。よし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 。オッケー。来た。
どうしようね。待って、こっち、あ、コインを投げて締め殺した方がいい？締め殺した方がいい？いや、このまま行く感じでいいかな。まずいよね、警察の人にさ危害を加えたら。ちょっとこのまま行く、隠れながら。防具買えそうな金額。そう、防具もさ今さ目いっぱいアクセサリーとかねつけてるんですけど、多分ねもっといいもの、いい防具多分あると思うので、ちょっとねどっかで買い替えたいですね。今はどうしたらいい？次どこに行くの？これさ、ちょっと待って、これ、あ、こっちかこっちか、はいはいはい。今は EX。 ここからどこに行けばいい？工事用のフェンスに囲まれた奥がコミジュルのようです。ドアが1箇所設置されているので、そこから中に入ってくだされ。やってるね。どうしようどうしよう、ちょっと待って。じゃあコイン投げなくてもいける？投げた方がいいか。コイン投げて、あれって後ろ向いた時に白い前のトラックに隠れよう。おっとっとっと、いける？いけんのこれ？オッケー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 。よし。今はね防具系はEX ブーストに関連するEX ブーストのに関連するなんか強化する系をねつけてたはず。なんかブースト時間長くなるとかブーストしやすくなるとか、そういう感じだった気がする。どうする？これさ目くらましさせるしかないよね。どうやって目くらましさせるんだっけ？ちょっと待って、待って、警察来てない？これどうやって投げんだっけ？ちょっと待って、この煙ってどうやって投げるんだっけ？投げるアクション出てこないな。ちょっと待ってよ。私煙2個持ってるんだよね。煙投げれないな。待って、ちょっと待って、充電切れじゃないよね。ちょっとだけ待ってくださいね。ごめんなさい、ちょっとお待ちください。充電切れじゃないよね。あれ、煙が投げれない。どうして？なんかさ、煙投げるときって、煙で目くらましするときってなんか出てきてた気がするんだけど、照準合わせるところが違う。なんかあるね。見る。つくも、こことか。応援頼めるか？お任せくだされ。いたぞ、こっちだ。100発100中。そういうことか。なるほどね。2人して離れるとはまさかの。よし。わあ、これ弁当買っといた方が良かったかな。警察に見つからずに済んだな。さっさと中に入ろう。よし、来た。これがコミジュル。この建物のどこかにクアナがいるはずだ。つくも、引き続きナビを頼む。それとクアナを見つけたらすぐに教えてくれ。あれ、おかしいな。もしもし。なんかトラブったか。無線が使えないみたいだな。とりあえず中に入る場所を探すしかないな。なんだ、電波障害。言ってもさ、警察ももう中に何人か入ってるんだよね。ここがコミジュルのもうなんかもうアジト的な感じなのかな。嫌な感じだね。ここ違う。なんか敵もいるじゃん。なるべく今は見つからずに
隠れながら行こう。ここか。こんなところにコミジュルの人たちいるの？北方先生、どこですか？おい、どこだっつったんだ。でけえ声出すんじゃねえ。わざわざこっちの場所教えんな。黙って探せってか。でも広すぎんだろうが。こいつら、なんだ。さすが。杉浦。びっくりした。つくもくんが言わなかった。僕がフォローに行くよって。忘れてた。ああ、そうだった。八神さん、ここに来てる人たち RK だよ。じゃあ RK が警察より先に桑名を見つけたってことか。ちょっと違う。さっき RK のやつらを警官がここに通してたみたい。どういうことかよく分かんなかったんだけど、見間違いかな。いや、多分見間違いじゃないよ。警察の一部が RK とグルになってるらしい。なんで？桑名を事故に遭わせるために RK にさせる警察の上の方の誰かが桑名に消えてもらいたがってんだってさ。どういうこと？なんかすごい状況なんだけど、それ。とにかく警察や RK より先に桑名を見つけたい。あいつの居場所はわかるか？わかんない。っていうか、なんで桑名さんコミジュルに来てるの？誰か知り合いでもいんのかな？とりあえずこの建物の中をもう少し上まで進んでみるか。オッケー。RK じゃなくてコミジュルの人たちもいるんだろ。その人たちに聞けば桑名の居場所がわかるかも。オッケー。じゃあ RK の連中には気づかれないように。なんか小声の杉浦くんいいね。小声の杉浦くんなんかいいよ。よし。これさ、このびっくりしたよさっき。なんか足だけ見えてさ、杉浦くんの本当に誰かと思ってビビった。静かに。これ戦ったらどうなんだろう。ここだけだったらまあ別にね、気づかれなさそうだよね。でも倒れてるとこう仲間が発見したらちょっと騒ぎになっちゃうから、まあバレずに行くのがいいよね。うじゃうじゃいるじゃん RK。 八神さん、RK のやつら結構うろうろしてるよ。ああ、でもあれだけ探してるってことは桑名の手がかりは掴んでないんじゃないかな。なるほど。じゃなるべく先回りしないとね。他に行けるところもなさそうだし、あの階段を登ろうか。こんだけうろついてるってことは歩き回ってる可能性あるか。私たち桑名隠れてる、どっか隠れてるかなと思ったけど、でも私たちもね、歩き回れてるぐらいだから。なんか落ちてるね。ちょっと行こうか。アイテムは取る。桑名もどっか、歩いてたり、RK のやつらからねの目につかないところに歩いてる可能性もある。動き回ってる可能性もある。これ以上は登れなさそうだな。八神さん、下からも RK が来たみたい。まずいね。このフロアで他のルートを探そう。ここはなんかさ、そっか、ここさ、この廃墟さ、この廃墟もともとマンションだったの？なんだ誰ぶつかった？木のさん。ここじゃないか。この扉じゃないね。ここ上に行くことはできない？見られそう RK に。なんだこの光ってんの。関係ないか。あっちにでも飛び移れるんじゃないのこれ。ここだ。これを橋にして
お、向こうに飛び移れそうだ。そう、行ける場所はここか。杉浦君も行けるかな。もう楽勝か、彼なら。ここを伝っていけば上がれるかもしれないな。見つけた。うん、ここからなら上に行けそうだね。爽やかな海。そうよ、杉浦君の方が身軽なのよ。よいしょ普通に階段を登るかのごとく。おお、やっぱ身軽だねよっ、心配するまでではなかった。もうどちらかというとね、私の方が慎重に行かないと。杉浦と同じルートでは難しそうだな。なんとかして上を目指そう。こっちじゃなくて、ちょっと待って、ここ上には行けるね。ここは上行こう。登れる？はい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 。でどうする？こっからどうする？行けないの？杉浦君と同じルート。じゃあ一旦降りよう。一旦休憩してここ来ての。行ける？こっちから。慎重に足場悪いからね。でここだ。おら石ころ。おら擦れた磁石。いける？間に合う？オッケー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 。あ、ダメ、間に合わない？いける？オッケーオッケー、急げオッケーオッケーオッケー。一回降りよう。オッケーオッケー。よしよしよし。でジャンプできる？あ、待ってダメだ。ジャンプしてくれると思ったら違かったね。私がやらなければいけなかった。でちょっともう一回チャレンジで、一回降りてダッシュして回るか。ここは待って止まっておくれ。迷いなく足場でないところを進まないでくれ。一回降りる。ダメだ。こうやってる間に死んじゃうよ。ちょっと待ってくれ。もうちょっとこっちで降りる。はい、降りる。でこの辺からダッシュ、待ってダッシュしないとダメなのよ多分。これでいける？ダッシュして丸。オッケー。うら、びっくりした。オッケー。こっち？いけた。めっちゃ時間かかったよ。ごめん、お待たせしました。足手まといになってごめん。足手まといになってごめん、杉浦君。お前らコミジュルのもんだな。は？ RK コミジュル？僕らが？どうなってんだここは。全然人もいねえ。案内しろや。八神さん、あいつら RK っぽいね。捕まっても面倒だな。やるか。どうする？やっちゃう？なあ。よし、やろう。星ってやつがリーダーか。ここのよし、流しで、私は流しでいく。はい。シェイシェイじゃなくて韓国語は韓国語でカムサのハムニだ。ハムニだ。おれがうわお兄ちゃんカムサハムニだ。おれお兄さん、これお見舞いするよ。おれパンチ、あんたパンチ強いね。結構強いね。おれけい。暑いぜ。
よし。杉浦くんなんかした？杉浦くんなんか手伝ってくれた今。八神さん、この先が最上階みたいだね。コミジュールの人こっちにも部屋がたちがあるよ。ちょっと調べてみてもいいかも。コミジュールの人たちがいないって言ってたね。そして桑名はコミジュールの人たちに何の用があったんだ。よし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 。スタミナ、あ、セーブ？何？なんか起きる？この後。嫌な予感。ちょっと一回でもセーブしよう。で、ちょっと体力も回復しといた方がいいかな。ちょっとだけね。タフネスデッド。で、タバコがあったらタバコも吸いたかったね。よし、行こうか。あ、ねえ、この後絶対何かあるじゃん。この感じ。行くしかないね。桑名まだいる？ここ、本当に。もういい加減桑名さんの気配くらいあったっていいもんだけど、この先はどうかな。準備はいい？行ける？八神さん。あ、もう行くしかないよ。ああ、行くぜ。行こ竜の体力バー長くなってる。そう、SP でね、この間おい、どうなってん増だよ。加させました。どこにもいねえじゃねえか。はあ、来た方どころか誰もいねえ。警察の情報だろ。ガセだったのか。警察の指示で来たんだ。どうするよ。まだ探すのか。もう無理だろう。どうする八神さん。うん桑名さん見つからないみたいだけど。いない可能性？う。桑名を見つけてどうする気なのか確かめとこう。ただ捕まえるのが目的なのか、それともやっぱり殺す気なのか。それってあいつらに直接話を聞くってこと？相手はチンピラ4人だ。1人で2人ずつ。楽勝だろ。まあね。よし、いい行こう。ね。自いや信、この自信よ。ちょっと話聞きたいんだけどいいかな。はあ、誰だてめえら。お前らがコミジュルか。ねえ、こいつら八神さんの顔も知らないみたいよ。これはこれで寂しいもんだな。おい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 。予定外。あれ？ちょっと八神さん、急に数増えたよ。一人で二人ずつじゃないじゃん。楽勝でしょ。そいつ八神だ。カムロ町の探偵。あ、知ってる。探偵？いいから捕まえろ。北方の仲間だ。オッケー、捕まえりゃいいんだな。ボコボコにしてやんよ。おお、望むところだ。祭りだ俺。ヤバめの半グレ。まだいるのか。よっしゃ、行くか。今日も暴れるか。オッケー、竜で行きます。久しぶりにじゃねえ、いつも通り竜で戦っていきたいと思います。これ楽勝。はいや。あー、物騒なもん持ってる人もいるね。こうおー、いいね。よし、これトラおいしい。せいやっぱこのさ、流れるだけにさ、流れるようなこのアクション、スムーズ、すごい。いや、気持ちいい。せいへいよっ。いいね。はい、こっちの方がいっぱい倒した。杉浦君よりほとんど倒した。
もう終わりか？他にはもっといなかったっけ？いや、もう十分でしょ。杉浦君おい最初から仮面かぶってくる。お前ら桑名を探しに来たんだよな。あいつ見つけてどうする気だったんだ？ただ捕まえてこいって言われてた。どうするか知らね殺す気だったんじゃないのか？え。知らねえって。捕まえろって命令したのは相馬か？阿久津さんだ。どうせそこに指示出してんのは相馬さんだろうけど。あ、ねえ、八神さん、ちょっと。なんだ？あ、これがコミチュル？ね、みんなお面好きだね。仮面つけてる人多すぎないか、偉人長。僕もそう思い始めてた。なんか恥ずかしくなるね。桑名ならここにはいない。こっちも仮面つけてると恥ずかしくなるね、杉浦君。ガセネタだったんだよ。流したのはうちだ。あんたらはここの人？コミジュル？便利屋は普段うちが雇う側だったんだがね。今回は桑名から頼まれた。ガセネタ流すことを？彼は自分の目撃情報を流して敵がどんな連中でどういう動きをするのか確かめてみたいと言っていた。いろいろ言うじゃん。すると驚きの結果が出たわけだ。警察の情報がカムロ町の半グレにダダ漏れになっている。非常によく連携して桑名を捕まえようとしてた。じゃあ桑名は今の状況を近くで見てるのか？偉人町にいるってこと自体はガセじゃないんだな。その先を話すには人払いを。俺？いや、ちょっと。ごめんね。そういうことか。なんで桑名は話してくれんの？偉私たちに人町に戻ってきてる。あいつはこの町でこそ力を発揮する便利屋だ。今どこに？半品リューマンの鉄層にかくまわれてる。え？あんたらなら奥まで入れてもらえるはずだ。もう話も通してやる。桑名は俺らに会うと言ってんのか？ついてこい。警察にも見つからない抜け道がある。そこから町へ出たらいい。分かった。礼を言うよ。意外といい人たちなんだね。なんで？ただしもう二度とここには来るな。あんたらは招かれざる客だ。次に来たら命の保証はしない。勘違いだったみたい。桑名が彼らにコミジュルに指示してたから、まあ、今回は桑名の指示で、指示というか雇い主だから、八神さん、桑名の指示で助けてくれた。桑名さんのいる場所って？半品リューマンのとこまで行けば案内してもらえると思う。あそこには俺テッソーって兄弟分がいるんだ。そうだったよね。とにかく行こう。また桑名の気が変わらないうまたちにな。疑わしいけどね、鉄相がなんか兄弟になったのか本当に。よし、行こう。いきなり態度変えて、もう今日から俺ら兄弟だみたいな、何でもなんか助けてやるみたいなね感じだったし、あれちょっと待って、どこに行く？ね、撃たれてました。さっき私全然気づかなかったんですけど、私撃たれてました。どうしよう、こっちから行こう。全然撃たれてることに気づいてなかった私。ずるいよね、銃使うのはさ。フィジカルとフィジカルで戦いたいのに、こっちは鉄相。こっちか？こっちか？八神の兄貴。ここだね。八神のさんから兄貴になってる。ご案内するように言われてます。八神の兄貴だって。いらしていただけますか？すごい丁重に扱われてる私たち。この奥に桑名がいるってことだな。乗り込む前に少し準備しといた方がいいか。確かに。待って、ちょっと待って、近くにポッポある。でもまた来るよ。わかりました。ちょっと待ってね。
あ、まあまあまあ大丈夫か。こんだけやれば行こうか。こんだけやればまあ大丈夫でしょ。よし、行く。八神の兄貴で鉄道さんからご案内するように言われてます。おう、八神の兄貴。いらしていただけますか。おう、行くぜ。お邪魔するよ。お邪魔するよ。でしたらこちらへ。敬語使えるじゃねえかちゃんと。何度もやり合ったハンピン・リューマン、ここに来ることになるとはな、兄弟として。歓迎するぜ。鉄相の兄貴って呼べばいいんだっけ？まあ座れよ。もうそっちのあんちゃんも。お邪魔します。優しい、優しいぞ。あんたのことはなんて呼んだらいいんだ？桑名か？おー、それとも北方先生？いた。北方は社会的に抹殺された名前だよ。偉人帳じゃ愉快な便利屋桑名さんで通ってる。警察じゃ殺人犯の北方だ。沢先生を殺害して逃走中。少なくとも県警の刑事たちは上からそう吹き込まれてる。あんたの何がそうさせるんだろうな。落ち着けや、八神。もっとリラックスしたらどうだ。あんたらは最初から桑名に雇われてたのか。なのに俺の前じゃそういうこと知だったの？らない者同士のふりを。だとしたら随分手の込んだもてなしだったな。あ、そういうことだったの？言わなかったか？ハンピン・リューマンには匿名で仕事を依頼できる。鉄相は雇い主が俺だって知らずにいたんだよ。そういうこと。もう今は隠し事ないけどな。そういうわけだ。気悪くするなよ、兄弟。本当に隠し事なし？そういうことか。全部話したのか？こちらはいじめ加害者を殺し回ってる元高校教師。それ以上の秘密がねえなら全部聞いたと思うが、どうだい？ずるいな。俺はそいつを突き止めるまでに随分苦労したんだけど。おかげでこっちもなりふり構ってらんねえんだよ。大事な教え子たちもお前に首根っこ押さえられてもう動きが取れない。それって黒川学園の卒業生たちだよね。間宮さんとか。あの間宮さんだけはもうちょっとね。その通りだ。どうだ？ここにいる全員許せないよ。もう腹を探り合う必要はないだろう。まあ、みんな俺たちに秘密はないんだから。みんな悪だけどね。じゃあひとまず一服させてもらうよ。お前らさっきはコミジュルにいたんだろ？で、そこでは RK の連中が俺を探し回ってた。警察に手引きされてた。ああ。お手上げだ。ますます分かんなくなったよ。俺を狙ってんのは誰だ？そいつは RK と警察の両方を動かせるってわけだろ？心当たりぐらいはあるんじゃないのか？便利屋風情の推理じゃ当てずっぽうにしかならんのだよ、名探偵。お前の方こそ何か掴んでんじゃないのか？まだはっきりした確証はないけど、あんたを追ってる連中の正体は分かったかもしれない。それは？さっき渡辺刑事に聞いた情報だ。桑名を追ってるやつらの正体とは公安だよね。公安だけども多分楠本玲子も関わってんのかな。どうな、まあ推測だけど。警察の公安。警察の公安。神奈川県警の刑事が言ってた。公安筋の情報によると沢先生殺害犯はあんただ。だから RK には触れてくれるなと言ってるらしい。公安？沢先生ん家周辺の防犯映像からは RK の姿が消されてた。それも公安の仕業だったかも。そうやってバックに公安がついてるなら RK が強気なのも腑に落ちる。いや待った。じゃあそもそも公安が桑名を追う理由は何だよ？公安が桑名を追う理由か。そこにはある人物の意思が関わっている可能性が高い。
これは公安が桑名を追う理由は RK の存在を守るためか。でも誰かの意思、楠本玲子の意思だよね。RK を泳がせておきたいのは公安が RK の情報をつかみたいからだけど手は言ってたよね。どっちなんだろう。でも意思って言ったらまあ楠本玲子の意思。公安は多分厚生労働省の事務次官楠本玲子の意思で動いてる。そっか、それは建前か。桑名、こっちが本筋か。あんたは河合信也を教え子たちに拉致させたよな。5年前のカムロ町でだ。河合は楠本玲子の息子充君をいじめてた男で、あんたにとって裁くべき標的だった。ただ河合を始末する前、楠本玲子にもその復讐を持ちかけたよな。どうなんだ。江原が言ってたよ。あんたはいじめ加害者に復讐する前、そのことを家族に持ちかけるって。楠本玲子にもそうしたんじゃないのか。だとしたらなんだ。彼女は今や厚生労働省の事務次官だ。しかも人望を集めて前任者の腐敗を正している真っ最中の、それが復讐殺人を事前に了承してたとなったらどえらいスキャンダルになる。この先あんたが警察に捕まったりでもしたら、そのことが明るみに出るかもしれない。だから楠本玲子としてはそうなる前に俺の口を塞ぎたいってことか。公安を使って。ああ、ただし公安も大っぴらに人員は動かせないから、下請けとして RK にあんたを追わせた。それなら公安が RK をかばおうとする理由にもなる。すごい話よね。なるほど。一応筋は通ってるか。おかしいかな。残念だけどそうなるとおかしな点が一つある。ん？なんだよ。確かに5年前俺は楠本さんに河合信也への復讐を持ちかけた。そしてお前の言う通り間宮君たちを使って河合を拉致させてもいる。それでその時から楠本さんは俺が間宮君たちを動かしていることを知っているんだ。あの子たちの顔も素性も全部な。だからもしも楠本さんが俺の行方を追おうとすれば、まず間宮君たちを当たるはずなんだよ。だが実際には今も間宮君たちのもとに公安の手は伸びていない。つまり公安に指示を出しているのは楠本さんではないってことだ。もし楠本玲子が公安の黒幕なら、もっと簡単に桑名を探し出せたはずってことか。なるほどね。間宮さんたち、間宮さん、間宮でいい。あの人はもう間宮でいい。間宮のそっか、脅したり、まあ何でもね、いろんな手はあるよね。桑名どこだ、知ってる情報吐けって言って。なるほど、そうかもな。ねえ、ちょっと話それるけど、5年前に河合信也を殺した時、楠本さんってどうしてたの？その場にいたよ。俺と一緒に。彼女はその日からめったに取らない有給を連続で3日取ったんだ。河合信也を実際にその手で殺したのは楠本さんだ。彼女自身の手で河合の胸にナイフを突き刺していった。ゆっくり時間をかけて、なるべく苦しんで死ぬように。江原明宏と同じように彼女も自分の手で息子の復讐を果たした。立派にな。彼女が自分の手で河合のことを。厚労省の現役事務次官が殺人をしてた。でもそれが本当ならなおさら隠したいはずだ。まあもう収まらなかったんだろうね。もうこれはもう何が正しいかはもうちょっと分かんなくなってきた。自分のね、息子を自殺に追いやられてのうのうと浴びた血の匂いが取れないんだと言ってた。
てこったい。そのことを知っているのは俺だけだ。間宮君たちも知らない。5年前のあの日、俺は間宮君たちに河合を拉致させた後はすぐに彼らを帰らせた。楠本さんが河合を殺した時、一緒にいたのは俺だけだ。なんかもう異次元の話だよ。だがそれでも楠本さんは俺を裏切っちゃいない。そもそもな、事務次官ってのは公安を顎で使えるほど偉かねえと思うよ。だったら公安は誰の指図で動いてる？お前の仮説はいい線いっていると思う。 RK が公安の下請けってのは確かにそうなんだろう。これまでの状況とも辻褄が合う。連中が俺をしつこく追ってくる理由は、俺が楠本さんにとっての弱みになると気づいてるからだ。どっちにしても黒幕はあんたを捕まえることで得をする立場の人間だ。それが楠本玲子じゃないとすれば、確かに彼女の敵か。敵？ああ、例えば厚労省の中の敵、それか政治的に彼女を目障りに思ってる敵。そういう奴らにとって楠本玲子の弱みは何よりも価値があるよな。それを使ってテスト彼女をすごい引きずり下ろそうと考える。いや、脅して好きに操るんでもいい。もしかしたら公安が動く理由はそこじゃないか。引きずり下ろすだけなら正々堂々と警察に捜査させるだけでよかったんだから。 RK と公安の黒幕は楠本玲子の敵側の人間。そう考えるといろいろ筋が通りそうだ。なるほど。なるほどな。今の楠本さんは厚労省って組織にしがらみがない。おまけに世論の後押し、若手からの人望もある権力者だ。その分敵も多いのかもな。なんかの記事で読んだけど、大臣も彼女に手を焼いてるみたい。アホの大臣が威張って変な指示出しても遠慮なく反論する楠本さんに言い任されて、逆に言いなりになってるんだって。じゃあ大臣が楠本玲子の弱みを握ろうとしてんのか？大臣は例えばの話だよ。力を持ってる楠本さんには敵も多いってこと。話ちゃんと聞いてた？引っかかれるよ。口の聞き方。引っかかれるぞ。黒幕はもしかしたらずっと楠本さんの弱みを探してたのかもな。で、いじめ加害者に復讐をしたらしいって江原の事件があった時にふと気づいた。楠本玲子も江原と同じ立場だ。一人息子をいじめで傷つけられている。するとその加害者河合もどうやら5年前から失踪していたと分かった。なるほどね。しかもいじめ加害者が殺されたって事件はそれだけじゃない。あんたは全国各地でいじめ加害者を粛清してたんだろ。河合を入れて7人。7人？マジかよ。それを知った黒幕はやがてヤクザも確信を持つ。驚く人数なんだ。楠本玲子も復讐を果たした被害者たちの一人だったと。ああ、そして江原の事件と楠本玲子の事件には共通する関係者がいるとわかる。それが沢先生だ。俺もそこで2つの事件に関連があると気づいた。RK はだから彼女のところに現れたんだよ。そしてあんたの名前を聞き出した。沢先生はあんたが三越場殺しに関わってるかもしれないと疑ってたんだろ。あんたはきっと良かれと思っていじめ加害者を何人も殺し回ってた。被害者の無念を晴らすため、そして正義のためってところか。でもそれが沢先生を巻き込んだ。そんなつもりはさらさらなかった。いや、ただの結果論だなんて言わせねえ。遅かれ早かれあんたは自分が破滅すると分かってた。間宮結衣や他の教え子たちも道連れにだ。そしてその時周りで何が起きてようがケツを拭く気は最初からない。もう捨て身だからだ。
いじめをするようなクズを何人も地獄に引きずり込めれば、あとは何も知らねえってわけだ。沢先生の死に顔をあんたは見てないな。怖い思いをしてたのがよくわかる顔だった。あんたや江原、楠本玲子、人を殺して罪を逃れた奴らのツケをなんで彼女が払わなきゃならねえんだ。あんたあの世で彼女に合わせる顔があんのか。ないな。永遠に頭を下げ続けるしかない。ならどうしたらいい？警察に自首でもしろってか？でないと彼女がなんで死ななきゃならなかったのか誰にも分からずじまいになる。何も悪くなかった彼女の死を誰もが腫れ物扱いする。今の警察みたいに。できない相談だ。この状況で俺が大っぴらに自首すれば公安に消されるのが関の山だろう。それに楠本玲子の立場が危うくなる。俺は彼女を売る気はない。彼女がやった復讐は完全に正当だし許されなきゃならない。なんだと？彼女は自分の一人息子を恥ずかしめて自殺に追い込んだクズを始末した。法が甘いと泣き寝入りせずに裁くべきを自分の手で裁いただけだ。彼女を罰する資格なんて誰にもない。そんなことは絶対に俺が許さない。こっちはこっちでまあそこの茶髪信念貫いてるっていうもう話し合いだけじゃ終わんねえみたい感じだね。だね。まあ正しいとは俺のことも殺すのか。思えないけど自分の正義を邪魔するもんはもう誰だろうが殺すしかないんだよな。気持ちは分俺からなくもないかも。は殺しをしてきたんじゃない。罰してきたんだ。何も分かっちゃいねえ奴が口を挟むな。むずい。俺たちの邪魔すんじゃねえ。やんのか。またかよ、戦いたくない相手と。あれ、いつの間に体力減ってる私。あ、こんにちは。いらっしゃいませ、皆さん。戦いたくない相手と戦わなきゃいけないのかよ。あー、寿司詰め残り5。おっちょいとととといとい、そんなのあり？俺や俺ちょっと待って待って俺やういちょい待ってよ。強いんだよなクワナ。俺しゃたしゃ俺やおい俺あいてもっと来いよ。おお、そう来るか。こっちだってそうなればちょっと離れたところからどうしたオラ。うわっおれかかってきな。そんなもんか。うわ挑発するもんじゃない。人を挑発するもんじゃない。強い男は黙って勝つ。強い男は黙って勝つ。何もせずおれしゃ呆れ顔で見られてるよ、ハンピンリューマンのやつらに。うれ前のそれは正義なんかじゃない。関係ない人を巻き込んでちょっと寿司詰め食べる。かかってきな。それはまやかしの正義だ。お前の正義は関係ない人を殺してるわけだからね。わからなくはないが、だからといって人を殺していいわけではない。まあでも当事者その被害者のね子供たちのうわったー
被害者の子供たちのね、まあ、家族だったり当事者たちからすればもう法なんて関係ねえって感じなんだろうなって、その気持ちはもっと来いよ。その気持ちはもうわかるよ。難しいね。実際そうなった時に、そういう状況になった時に自分がどうなんか思うのかはわからない。そしてそれを本当になんか周りが責めることができるのだろうかっていうことをね思うし、このね国の法としてはそれはもちろん許されないが、何分経ったっけ？結構経つな。止める？へや、昨日済むまでやらせとけ。ね、テッソいいやつなんだね。お兄ちゃんこれに見えてきちゃった。もそれなりのコミュニケーションじゃねえのか。男と男のコミュニケーション。なるほど。熱いやつだったんだよね、桑名も北方先生も。まあ自分のこともとはいえここまでかな。いじめた側の人たちのことも許せなかったんだろう。壊れたんだろうね。もう十分じゃねえのか。とりあえず終了です。何言ってんだ。止めんじゃねいい加減にしなよ。今まで誰も止める人いなかったんだろうしね、桑名にのことを。ああ、こないだ覚えた必殺技まだ食らわしてねえんだけどな。俺もこっから切り札出してぶっ倒すとこだったのによ。みんなも呆れちゃってる。しっちゃかめっちゃかしてくれやがって。優しい。でも怒らないんだね。これが男と男の心と体のぶつかり合いか。女同士ってこういうのあんまないからな。なんか殴り合いの喧嘩みたいなの。せいぜい口喧嘩か睨み合い。料理冷めちまうだろうが。美味しそう。うちの上の人なんだよな。残したらまずいんだって。うちの上の大丈夫。美味しい美味しい。うまい。やっぱうまいな。マジうまい。テッソいいやつだね、本当に。一番いい人かもしれない。楠本玲子は今まで出てきた人たち。公安に狙われてる側の人間だったってことか。ああ、その公安の指図で警察の一部も RK も俺を捕まえて楠本さんの弱みを握ろうとしてる可能性はある。ただしそれは本当に公安が動いてるとしたらだ。その情報を持ってきたのはお前だろ。刑事がそう言ってたって。警察の捜査にどっからか圧力がかかってんのは間違いない。そっぽ向いてる。 RK が野放しなのにあんただけ手配されんのはどう考えても不自然だからな。ただその相手が公安ってのは刑事一人の口から聞いただけだ。公安つったら日本最強の情報機関だぜ。そんなのに追われたんじゃまあ逃げだよ切れやしない。ね。俺もそう思うね。そうだ。よし、やっと話がそこにたどり着いたか。今あんたら二人がいがみ合ってて得すんのは誰だ？公安だよ。あんたらが足を引っ張り合ってるうちに奴らはいつの間にかすぐ近くまで忍び寄ってくる。で、気づいた時には見つかって奴らの手に落ちてジエンドだ。そいつは敵の思うツボだろう。だがもしあんたらが手を組んだらどうだ？お互いに見えないところをカバーし合って RK よりそして公安よりも先に動き、その奥にいる黒幕を暴くことができるかもしれねえ。なるほどね。チアアップされてる。敵同士が手を組むにはもっと大きい敵がいればいいわけか。分かった。俺はいいぜ。
組むのは今だけだ。公安の方が片付いたらあんたのやってきたことも見過ごす気はねえからな。オーケー。じゃ何から始める？ OK でいつも片付けるよね、もうこ杉浦君の勢いで公安に乗り込んじその場をゃうのか？制すよね。 OK。 いや、まずは本当に敵が公安か見極めるところからだろう。ああ、腹をくくった行動はその後だ。向こうはまだ俺らが一緒に動いてることを知らない。そこに何か奴らを出し抜く手があるかもな。いいコンビじゃねえか。本当に公安が仲介してくれた楠本さんの弱みを私たちのこと握ろうとしてるなら、彼女のすぐそばで聞き耳を立てているはずだ。盗聴監視は奴らのお家芸だからな。そうだ、まずそれを確かめてみるか。どうやって？彼女に直接電話してだ。まだ繋がってんの？今ここでか。ああ、そしたら敵は逆探知でこっちの場所を突き止めてくるかもしれん。だが日本でそんなことできるとしたら公安くらいのもんだ。敵が誰かそこではっきりさせられる。そうだな。そうだな。っておい！じゃあお前が楠本玲子に電話かけた途端敵がどっと踏み込んでくんのか？絶対ここでやんじゃねえぞ。いや、その手は使えるよ。は？おい、兄弟急に何言い出すんだ俺。八神さん、勝手に兄弟なんて作っちゃってよかったの？海藤さん気悪くしない？そうだ、海藤さんまださ、病院なんだよね。なんだこれ、すげえうまいな。美味しそうだもんね。だろ？うまいか。そりゃいい。やっぱお前違いが分かる男だな兄弟。桑名、あんたが最後美味にしそうだね楠本玲子と本当にね話したのはいつだ？5年前、河合を殺した晩が最後だ。お互いにそれから連絡しないようにしてる。番号は知ってるんだな。昔と変わってなければ俺にも教えてくれ。ちょっと考えがある。あ？相手が本当に公安なのか罠を張って確かめるんだ。あんたからの電話が逆探知されて誰かが襲いに来るようならやっぱり相手は公安で決まりだよ。だからこっちの位置情報はごまかしながら楠本玲子に電話する。どうやって？俺が足のつかないスマホを2台持ってあんたの声だけを中継するんだ。もちろんあんたのいない場所でなるべく人気のないところがいい。送り込まれてくる連中を覗き見できたらひとまず任務完了。どういうこと？俺は分かった。まあそのうち杉浦君にも分かる。まずは敵を知るところからだ。足のつかないスマホはすぐつくもに用意してもらう。じゃあ一時休戦でいいか？あんたがここにいる間だけな。俺も兄弟の顔立てなきゃなんないし。やっぱ張さんの料理はまずい取引もうまくしてくれる。乾杯。テッソ好きだわ。テッソいいな。いい人だった。八神さん、つくもくんがもう電話用意してくれたって。足のつかない飛ばしのスマホ2台だよな。ちゃんとそう伝えたよ。さすが99か。仕事が早い。どうやってやるの？よし、つくものところに向かおう。全然私もどうやるのか分かってないけど。あ、もう近くだね、つくものお家。つくものお家ではないね。つくもの事務所。あ、お願い引かないで。どっちの方向から車が来るかなんて見てないの。こっちか。もう一本そっちだね。あ、ポッポある？ポッポ。スナックドリンク。ちょっと待ってね。ポッポ、痛え！前見ろ、この野郎！前見て運転しろよ！ちょっと待って、ポッポーはないか。ポッポーじゃないのよね、ここね。まあ、一旦つくものところ戻ろっか。ポッポー近くにないから。公安ってそんな騙せる？簡単に。プロだよ、あっちは。スパイとかそういうのもさ。
私もなんかさっき言いましたけどビバントなんかすごい流行ってたから見てみたんだけど、もうめっちゃ面白すぎて、もう夜中に3日間ぐらいでもう一気に見ちゃったんですけど。おお、お二人ともご苦労様です。お待ちしておりましたぞ。飛ばしのスマホは準備してくれてる？もちろん用意してありますとも。僕を誰だと思っているのです？つくもしです。つくもしです。僕まだちょっとやろうとしていることが飲み込めてないんだけど、八神さんはこれでどうするつもりなの？ああ、まずこっちの1台のスマホで桑名に電話をかける、もう1台は楠本玲子にかけるんだ。ああ、そうでいうこと。その2つをこうすれば、直接電話はつながってないけど音声は中継されてるから話すことができる。なるほああ、なるほど。それでもし公安が楠本玲子の電話相手が桑名だとしてこのスマホの位置を逆探知してきたとしても、あいつはここにはいない、こっちは危険を冒さずに送り込まれてくるやつらの顔を拝める。なんとなく分かったかな。もちろん今この場所でやるわけじゃありませんよね。桑名さんを捕まえに来る連中がここへ来てしまいます。ああ、どこか人気のないところでやるよ。公安の手先が送り込まれてきても誰も困らない場所がいいんだけどな。手先ってわかるかな。それでいてちゃんと相手の姿を確認できるところ。それなら少し行ったところに建設中のビルがありますよ。もうこんな夜遅くに人はいませんから誰も巻き込んだりしません。場所は星稜高校に行く手前です。川沿いにクレーンもあるのですぐにわかるかと。なるほど。よし、よし行こ2人はここにいてくれ。行くのは俺一人で十分だ。いいの？大丈夫？では僕はドローンを飛ばして微力ながら八神氏を支援いたしましょう。桑名さんを捕まえに来る連中が来たらその顔をバッチリ捉えます。そうだね。広い場所じゃない方がいいよね。誰がなんかその公安の手先なのかっていうのをさ見つけづらいから、建物とかだったらいいかもしれない。中とかキャラとして桑名を嫌いにはなれん。確かにね、わかるよ。なんかいい人なんだと思う。めちゃめちゃ熱い人なんだと思う。あいつちょっとどこ見てんの？あんた人引いてそのままお咎めなしでもう行こうとしてる。なんだろう、この街はどうなってるんでしょう本当に。よし、ちょっと待って、星稜高校の近く、こっちか。タクシーで行った方がいいね。タクシーで行きます。タクシーに乗ろう。タクシーで行こう。この辺か。あったタクシー。よし。こっちエリア行ったことがない気がする。ここだね。この端っこのエリア行ったことないな。多分初めてかもしれない。よし、行こうか。あそこか。ここだね。クレーン車が目印。大きなクレーンが目印。あ、待って、ポップある？ここ何？あ、スマイルバーガー。あ、ドローンレース場があるね。ここか。よし。こっちか。なんだ、やるのか。俺や。あ、ちょうど車に動いてる車に動いてる車を利用して敵を倒すというアクションをちょっとやってみたいところだけど、まだ成功したことがない。おりゃ！楽勝。だが時間食っちゃったよ。よし。いるね。ちょっとやっていいですか？ちょっと。おいや。
お金がね欲しいもんで、でも分かっちゃったんだよね。すごろくゲームやることでめちゃめちゃお金貯められるっていうことがね、こんなチンピラたちをこんなねチンピラたちからお金をねカツアゲしなくてもいいんだけども、なぜ戦うって、なぜ戦うって、それはただやりたいからだ。それはただやりたいから戦ってる。おりゃよし、おりゃおりゃそら、いいもん見つけ、おりゃおりゃしゃあ、ただやりたいからやる、それだけ。しばらく寝とけっての。お、あ、ドローンレースやってる人たち大丈夫だったかな。驚かしちゃったかな。なんだ、すごい人だかりだな。イベントでもやってんのか、こんな夜遅くに。サイドケース発生しました。偉人町のドローンレース、こんなところでやってるのね。なんかサッカー場みたいなところ。いい、ちょっともういい、もう戦った、十分戦った。みんなで逃げよう。ちょっと待って、この辺なんだよね。ここなんだよ。ここバッティングセンター。ちょっと待って、どっから行けばいいんだろう。ちょっと待って、こっちか、こっち側か。オッケーオッケーオッケー。行く。ちょっと無視していく。無視していける？無視していけるかな。いけないか。ちょっとやるしかないってんのが。言い過ぎ。ちゃちゃっと片付けよう。こうなったら。おいし。おりゃ。気持ちいい。うら。いい。オッケー。時間食っちゃったよ。ここだね、ここだね。これか、つくもが言ってた建設中のビル。確かにこの中だったら誰がその桑名のね居場所ってここに入ってきた、この中に入んないと確認できないもんね。遠くから見るとかもそう。ああ、俺もこっから近づいてくるやつらを確認できそうだ。今から飛ばしの一つで桑名に電話をかける。了解です。飛ばしって言うんだね、これね。桑名だ。準備いいか？これから楠本玲子に電話をかける。繋がったらあとはお好きに。あの人と話すのは5年ぶりだ。ああ、歓迎はされないだろうな。分かってる。やってくれ。何話す5年ぶりにさ。びっくりするだろうね。まあこれも楠本玲子の番号が変わってなければってことだけど。は、みつるくん出た。厚生労働省事務次官楠本玲子。はい、もしもし。北方です。黒川学園の。え？驚かせて申し訳ありません。でもどうしてもお話をさせていただきたい状況なので。それとこの電話は誰かに聞かれているものと思ってください。ビビるだろうね。そうですか。わかりました。13年ぶりになりますか、楠本さん。そうですね。北方先生、ご活躍はいろんな記事で、事務次官におなりとはたまたまそういう巡り合わせだっただけです。そんなことはありません。楠本さんは世に出るべくして出た方です。私はあなたほど真面目でまっすぐで強い人に会ったことはありません。みつるくんはまだ眠ったままです。
ずっと変わりなく。そうですか。なんて言ったらいいか。何のご用ですか？もしかしたらニュースでご存知かもしれませんが、私は今警察に追われています。沢陽子さんを殺害したという容疑で。ええ。見てるね。もちろん私がやったんじゃありません。沢君のことは覚えてらっしゃいますか？あのクラスで一番最後まで充のお見舞いに来てくれてました。そうだったんだ。それももう10年くらい前ですね。教師になった時は報告の手紙をくれました。でも私は返事を出さなかったので、それっきり。そうでしたか。それでご用は？私に何か頼み事でもあるんですか？そういうことでしたら困ります。いえ、ただ近いうちに私のことで誰かがそちらにお邪魔することがあるかもしれません。それをお知らせしたかったんです。焦ってないな、あんまりね。ですが楠本さんには決してご迷惑をかけないとお約束します。すべて私の方で何とかします。あなたのことで今さら私に何か迷惑がかかりますか？そうですね。大丈夫かと思います。そろそろ目的地だ。ヘッドライト消せ。車が2台来る。当たりみたいだな。楠本玲子の電話は盗聴されてる。でその相手を逆探知までできる組織となると、やっぱり桑名を追ってんのは公安だ。車で向かってきてるのが公安ですか？いや、それだといくらなんでも着くのが早すぎる。 RK っぽいね。公安が手駒にしてる所轄警官か RK ってとこだな。最後に声が聞けてよかったです。私から連絡を差し上げることは二度とありません。わかりました。では。でもさ、これがさ盗聴されてたらさ、ちょっとやばいみたいな気持ちになりそうだけどね、楠本玲子さん。焦ってないな、あんまりね。私桑名のが捕まったところでなんか迷惑かかることありますか私にみたいなこと言ってるから。スマホぶら下げてんぞ。撃てよ、撃っちまえ。いいのか？大丈夫だ。いいから早く。うわ、おい、下手くそこの。ダメだ、小さすぎるって。あ、くそ。俺らあのドローンを追わされてたのか。桑名ってやつはどこにいんだよ。知らねえって。こんな急に連絡されて急いで捕まえろって言われてもよ、できるわけねえ。特殊部隊じゃねえんだぞ。まあな。でも初めて銃撃てたろ。本物？試し撃ちはやったことある。朝チビどもがうるせえ公園でさ足元に一発で全員黙らせてやったぜ。もういいよ。なんてこった。引き上げだ。なんてちょっともうなんか6人のチンピラに銃は1丁か。もう銃持ってなんかもうちょっといい気分になっちゃってるね。桑名だけでも返り討ちにできたかもな。まあそっちもとにかく急いで駆けつけてきたみたいだしね。何すんだこの野郎。誰の指示でここいいのか、銃は捨てていいのか。せっかくだから全部話してけよ。みんな RK の下っ端かな。桑名を知ってるみてえだなこれなら手ぶらで帰らずに済みそうじゃねえか。よっしゃ、絶対逃がすなよお前ら。ぶちかませ。望むところや。どうなっても知らないよ。もう全然余裕でやれそうだな。銃を子供の足元に向けていってぶっ放すような野郎たちだから。よし、まあまあこうちょっと準備運動ぐらいにやっときますか。おれしゃしゃ金子からやってやれ。おれといやけい
口ほどにもない。うい、もう回復しないでいく。このままいく。うい、俺やっぱ公安がお前らの後ろにはついてるってことか。まあでもこの人たちも、まあ、誰かリーダー的な人たちから指示を受けてここに来たんだろうね。お前も体から炎を出すタイプか。こっちもじゃあ出してやる。おれしゃういこらセット。カリカリすんな。よし、まあやることはやったね。やるべきことは。公安がバックについてるということはやっぱり確実か。誰の命令でここに来た？それは RK の上から相馬のことか。そんな上じゃねえよ。何人もいるマネージャーの一人だ。そいつは桑名を見つけたらどうしろって？捕まえとけって言われただけだよ。ただ絶対に殺すなとは言われた。殺すわけねえだろうによ。いくらもらえるかも聞いてねえのに。結局また何も知らねえまったんか。お前らさ、自分たちが公安の駒に使われてるって聞いたら驚く？はあ？公安って？周りのお仲間にも言っときな。大丈夫。 RK なんてさっさと抜けた方が身のためだよ。お前ら程度じゃ何も知らされず使い捨てにされる。そしていつか取り返しのつかない泥沼にはまるだけだ。ちょっと響いてそうだったよね。紫のゼブラ型のゼブラ柄の赤の人。失礼します。楠本玲子さんでいらっしゃいますね。こんな時間に何です？大体どうやってここに？部外者が来ていいところじゃありませんよ。まあまあ。なんだ公安だ。私は警察庁警備局公安課で調整官を仰せつかっております坂東と申します。公安の？でも調整官なんて聞いたことありませんが。表向きの肩書きも別にありますよ。ただ私がここに来たことはあまり大っぴらにしたくないものですから、お互いのために。誰も来ません。根回しは済んでます。何なんです？楠本さんに急ぎお伺いしたいことがあります。ある男が失踪した件について。5年前にカムロ町から姿を消したんですがね。ご存知のはずですよ。かわいい。みつるくんの元同級生で河合信也です。この男の消息をあなたならご存知じゃないかと思いましてね。意外に落ち着いてるね。終わった。チャプター10。ちょっと長かった気がする。チャプター10。なんか楠本玲子さんがあんまり焦ってない気がするのは気のせいかな。なんかいつかこうなるってもう覚悟決めてた感じが、なんかすごい強い意志を感じる。目からなんか隠そう、なんかあえて言わないけども、まあバレたらもう全てをもう捨てる覚悟とかをもうなんか持ってるぐらいの感じのなんか意志の強い、なんかあんまり焦ってないし、しかもさ、すごく忙しいはずなのにみつるくんのところに
桑名と八神に忍び寄る影。日本最大の情報機関である公安の狙いは厚労省の事務次官楠本玲子にあった。彼女は5年前桑名の手引きにより息子を追い詰めた河合信也を殺害。長きにわたって隠されてきたその秘密が新たな闇を呼び寄せていた。息子がやっぱり一番なんだろうね、多分楠本玲子さんも。めっちゃ忙しいはずなのにずっとああやって多分病院で付き添う時間をちゃんと作ってんだもんね。さすがつくもよく突き止めたな。楠本充の入院先は厚労省近くのそれなりの病院だろうと当たりをつけました。そこで数を絞れたので、あとは努力と根性でなんとか。でたどり着いたのが東都大病院ってことか。楠本充はそこで眠り続けてんだな。ええ、楠本玲子は13年間ほぼ毎晩息子の病室を見舞ってます。すごいね。事務次官になってからもずっとです。すごいよ。八神氏たちが彼女と直接会いたいのならそこへ行くのがベストでしょう。しかしよ八神、お前マジで楠本玲子に自首させんのか。ああ、そのつもり。相手は官僚のトップだ。それが殺しをやってたなんてことになったら日本中が大騒ぎになるぞ。いや日本どころじゃないよね、多分ね。そんな秘密を隠すから他の誰かがツケを払わされんだ。澤先生みたいにな。そうだね。澤先生が一番関係なかったわけだからね。楠本玲子が河合殺しで自首すれば公安にはもう動く理由がなくなる。 RK をかばう理由もな。そうしたら警察は澤先生の件で相馬を追えるようになるはずだ。確かに僕もそう思います。ただ桑名さんは反対してるんだよね。楠本玲子に自首なんかさせないって。ああ、だから今回はあいつに内緒で動く。手を曇っていったその矢先。直撃するってことだよな。でも向こうにはずっと公安が張り付いてんだろ。そこは抜かりなく対策してますから。僕らプロの探偵だよ。対策って？まあいいから八神さん、僕はちょっと準備があるから先に出るね。後から東都大病院に来て。分かった。それじゃ。いくら探偵でもプロの俺は何をすりゃいいんだ。プロに勝てる？お前は RK に昔の知り合いとかいない？相馬と阿久津の居所を探ってほしいんだ。できるか？おい、お前な、そんなこと俺にできねえわけねえだろうが。かっこいい。元登場会で RK に出入りしてんのを何人か知ってる。さすがだね。頼んだ。でも気をつけてな。スパイしてんのがバレたら結構やばい相手だぞ。即後ろからやってくるからね。抜かりねえよ。俺はプロの元ヤクザだからな。んじゃあの人は口が悪いだけでいつも協力的ですな。本当です。だから好きなんです。なんか最近暇してたらしい。いっそ八神氏の事務所でスカウトしたらどうです？海藤さんが復帰してきたら相談してみる。海藤さんのこと忘れてた。それより悪いのはつきも。海藤さんもいた。また杉浦借りちゃって。何を今さら水臭いですぞ。ではこれにて。もうなんかもうずっと海藤さんとさ行動してないから、もうなんか自分の相棒がもうつくもと杉浦くんみたいな感じになってたけど、海藤さん病院だった。東都大病院に向かおう。まずはそこで楠本玲子に自首を進めるんだ。もうでも彼女もさ公安にもバレてる。あ、ちょっと見てみようか。仕事の依頼来てるかな。あ、来
てないね。追加されてないね。追加されてない。よし行こう。あ、自分がUFO キャッチャーでとかね、ガチャで取った、置物を眺めて、今日も無事帰ってこれますように。よし、お願いして行きましょう。海藤さん大丈夫なの？そういえば海藤さんの病院にさ、お見舞いに行ってないけど最近。タクシーで向かうね。はいはい。こっちがいいね。こっちにしようか。チンピラいるからチンピラちょっと避けていきたいと思います。こっちから行きたいです。あ、カムロ町だわ。なんか変な感じ。ずっとさあ偉人町でもう探偵をやってたから、偉人町で探偵をずっとやってたわけじゃないんだけど、偉人町にもうずっと出張しっぱなしだから、なんか今事務所の外出て、あれなんか景色違うと思っちゃった。なんか道狭くない？なんかガヤガヤしてないと思ったらカムロ町だったこと。はい、行ってみよう。東都大病院。みつるくんのね、病院の感じ、病室を見る限り立派な病院だね、やっぱね。あ、何？あさすが探偵。いや、これ怖いでしょ。もう何に巻き込まれんの？だってみつるくんには私しかいないのにっていう。何を？大丈夫、降りるときに返すよ。これに入れとけば電波遮断して盗聴されないの。一瞬で悟ったんかな。なんかこの辺を一回りしたら悪い人たちじゃなさそうまみたいな。た病院前に戻ってきます。その間だけお時間をください。あなたたちは人を見る目はあるだろうからね。俺らは探偵で北方先生とも話をしています。みつるくんのことや、それから5年前河合深夜に何があったかも知っています。何の話か分かりません。結構です。ただまずはっきりさせたいんですが、俺たちはあなたの敵じゃありません。そうならご用は何です？真実を伺いたいんです。あなたの口から河合深夜を殺害した件について。そんなことはしていません。なるほど、白を切るっていう感じか。もう証拠もないわけだしね。北方さんも口割らないって言ってるし。北方先生から電話がかかってきましたよね。彼は今桑名と名乗り偉人町で便利屋をしています。あなたに電話をかけてきたのはあることを確かめるためでした。あること？あなたが公安に監視されているかどうかをです。公安ですか。まあもう切っちゃったよね。この反応はあんまり驚いてないのかな。それとももう心当たりがあるってことかも。結果から言うとあなたの携帯は盗聴されてました。その通話相手は GPS で逆探知までされます。携帯の逆探知にはどうしても電話会社の協力がいるらしくって、そんなことがこっそりできるとしたら日本じゃまず公安だけです。その公安があなたの弱みを握ろうと桑名を追っています。今の状況が分かりますか、楠本さん。警察ってできないの？あなたは官僚として特殊な存在みたいですね。ずっと出世ルートを外れていたのに主流派が軒並み失脚して突然抜擢されることになった。おかげであなたは組織に対して恩もなければしがらみもない。みつるくんの身に起きた不幸には大衆の同情が集まった。
そして実務でも有能となると、一官僚としては力を持ちすぎているようです。実際楠本さんは天下りの改革に組織の浄化と周りの都合に構わず正しいと思うことをどんどん実行してる。世論もそれを後押ししてて、もう大臣でさえあなたの顔色を伺ってるそうですね。そんなあなたを止めたい誰かさんが公安を動かしてるのかも。もしそういうことなら、私の敵は一人や二人じゃありません。その命令とあらば公安も従うでしょうね。公安というのは現体制の維持のためにある組織です。その体制を構成しているのは政治や経済を牛耳っている権力者たち。ただし彼らはそれぞれが違う理想や正義を持っていて、そこに多くの不都合や問題、つまりしがらみが生まれます。社会が人の集まりである以上、それは避けられません。そのしがらみを解きほぐすのが公安の仕事だと？そういう一面もあります。しかし世の中とはあらゆる価値観が混沌と存在しながら、それを継続させることが必要とされます。すべてのしがらみを紐解いていけば、その先はきっと国家の崩壊でしかない。なら公安の役目とは、むしろしがらみに縛られながら国家を安定させ継続させることにあるのです。つまり公安が守っているのは、そんな権力者たちのしがらみそのものです。だからそれにとらわれない私は確かに邪魔な異物なのかもしれません。邪魔な異物か。なるほど。つまり体制側の人たちにとってはあなたが群れの裏切り者ってことになるわけだ。ああ、いじめの話だったね。大人の偉い人たちにもいじめがあるってことね。ああ、いじめ理論ね。だから奴らは楠本さんの弱みを嗅ぎ回ってたんだ。そして河合信也が姿を消したことに気がついた。そのきっかけになったのが多分江原明宏の件です。ご存知ですよね？ええ。現役警官がどうやら息子を死なせたいじめ加害者に復讐を果たした。それを聞いてあなたの敵のうちの誰かがふとこうひらめいたのかもしれません。だったら楠本玲子は自分の子をいじめた加害者をどうしただろう。よくそこにたどり着いたとか。公安はひらめいたんですよね。それをきっかけに動き出したんじゃないですか。江原の件が発覚してからすぐの頃、 RK という半グレがカムロ町で河合信也の消息を探ってました。その結果、奴らは5年前に河合が拉致され、おそらくは殺されたと気がついた。私は復讐なんてしてません。会ったばっかりの俺に秘密を言うわけないな。こっちにもまだそれを引き出せる証拠がない。今んとこ桑名から話を聞いただけだもんね。でも桑名が嘘をつく理由もないとすると、やっぱり楠本玲子さん、この人が目の前にいるこの人が。公安は河合の失踪を知ってもまだ半信半疑だったはずです。でももしそこにあなたが関わっていたとしたら儲けものです。彼らは念願だった楠本玲子の弱みを握れる。あなたの話はいつまで続くの？調べを進めた公安はやがて楠本充と江原敏郎へのいじめに共通する人物がいると気づいたんじゃないでしょうか。それが澤先生です。彼女は充君の元同級生で江原敏郎を教えていた教師でもあった。おまけに直近では江原が殺した三越場の教育実習まで担当してたんです。間もなく RK は偉人町まで来て澤先生の自宅へ押し込んでいった。多分その時彼女の口から桑名のことを聞き出したんです。澤先生は
桑名が三越場殺しに関わってるんじゃないかと疑いを感じていたようです。そこへ来て RK の相馬って男はプロ並みの尋問をします。暴力と恐怖で知ってることは何もかも喋らされる。それやられた。楠本さん、彼女が殺されたことはご存知でしたよね。桑名との電話でもそう言ってたはずです。あなたはあの人の仲間じゃないんですか？彼は私に迷惑がかからないようにすると言ってました。二度と連絡しないとも。俺と桑名は一時休戦中の商売敵です。仲間とは違います。澤先生の名前を出してからこの人も動揺してる。今しか聞き出せないことがあるかもな。まあ関係ない澤先生ね。しかも一番自分の息子のことをね心配してくれていた同級生なわけだから、その人をね殺したわけじゃないけど、まあ被害を与えてしまったことに関わってるわけだからね。杉本玲子に何を聞こう。自分のせいで人が一人死んでるって考えたらまあ動揺するよね、そりゃね。ちょっとここ大事じゃん。楠本玲子に何を聞こう。どうしよう、大事な局面だ。みつるくんの容体について、公安からの接触。最初にじゃあちょっと息子さんのねことについて心配してるっていうのをまあ寄り添いつつ聞いてこうか。寄り添いつつ聞いてこう。確信に迫っていく。息子さんは今どういう状況なんですか？いつ目を覚ましてもおかしくない状況です。そうなの？問題はそれが13年間ずっと続いていること。そうですか。今年になって東都大病院に転院させたんです。少しでも目覚める可能性が上がるならと思って。でも結局やってることは前の病院と大差ありません。私には待つことしかできない。澤先生の名前を出してからこの人も動揺してる。今しか聞き出せないことがあるかもな。こんにちは。失礼しました。いらっしゃいませ。皆さんこんばんは。ゆっくりしててください。何か手がかりになることを必ず引き出すこの時間の中で、これは最後に聞く。河合殺害について。これがね確信だから。公安からの接触あったの？公安から動揺してなかったよ。あなたのところに何か接触は？誰か不審な人物が近づいてきたりとか。心当たりはあります。なんていう人ですか？そいつの狙いはあなたの弱みを握って操ることだと思います。もし本気であなたを排除するだけが目的なら、最悪事故に見せかけてって手もあるでしょうから。そうですね。もし心当たりがあるなら教えてもらえませんか？連中の狙いが何なのか。事故に見せかけて殺すってこと？彼らの狙いは厚労省が管轄する年金を動かすことです。年金？国民のちょっと難しくなってきた話が。厚労省の独立行政法人が運用しているんです。その金額は約160兆。それをもっと利益が出るようリスクを冒してでも運用しろという勢力がいます。要するに厚労省に国民のお金で博打を打てと。それが死にゆく日本経済を立て直す最後の手だと彼らは考えています。この国の未来のために。そういうもんなの？もちろんそういうもん。うまくいけば大変結構です。ですがもし博打に負ければ、国を信じた人々の老後に私たちは何の保証もできなくなる。だから厚労省はずっとリターンは少なくても堅実な運用を大方針としています。なるほど。話が見えてきましたよ。嘘でしょ？
あ、ちょっとよかった。置いてかないでよ、八よか神さん。った杉浦君。連中の狙いは年金を博打に近い運用に変えさせること。日本の経済を再生させるためにね。で楠本さんは今大臣でさえコントロールできないっていう事務方のトップだ。そんな人が働きかければ年金運用の大方針も変えられるかもしれない。やれるとしたら今の楠本さんだけだ。実力があって国民からの信頼も厚い。別の新しい事務次官がやろうとしたってそれこそすぐしがらみに潰される。大変な仕事だね。だからその弱みを握って事務次官って操りたいってこと。ああ。しかももし160兆の博打が失敗した時には全部楠本さん一人のせいにできる。なるほど。そんな決断しないといけないの。それにしても160兆。そのレベルのさ決断をもうそこまで日々させられない。具体的な話で接触を受けてるんですか。しないといけないのかもしれませんね。澤先生の名前を出してからこの人も動揺してる。はい、なるほどね。だから敵まだその楠本さんの敵はまあ誰かわからないけど、まあ、何人かグループなんか何人もいるのかもしれないけど、その人たちは年金をもっと国を立て直まあその人たちもその人たちの正義で動いてるってことだよね。国を立て直すために年金の国民たちの、ね、積み立てた年金を、まあ、もっとこう大きな利益が出るように運用に回してほしいって楠本さんからどっかに働きかけてもらおうとして、楠本さんをそれで操りたいって考えてるってことだもんね。まあ今言ったこと全部八神が言ったことなんですけども、繰り返しただけなんですけれども、河合信也のことを聞かなきゃなりません。5年前にあなたはその手で彼を殺しましたね。河合に対するあなたの気持ちはわかります。でもどうしてもやらなきゃならなかったんですか。北方先生と話したならあなた方はビデオの件も知ってるはずですよね。充が受けた仕打ちを。ええ。河合はともかくこれはもう耐えられないね。他の生徒たちは知らぬ存ぜぬで何の責任も取らず、気の毒そうな顔して充の病室を見舞いに来てました。でも今にして思えば彼らは充に目を覚ましてほしくなかったんでしょうね。だから様子を確かめたかったんです。なのに私はあの子たちに頭を下げてお礼まで言っていた。北方先生がビデオを見せてくれたのはそのずっと後です。その時彼らに何も罰が与えられていないのは間違いだと分かりました。だから連中を泥沼に引きずり込んだ。全員に河合を殺す片棒を担がせて。そこまで分かっているならこれ以上私に何を聞くんです。澤先生、これさっきと一緒だ。もう聞くことはない。もうじゃあ本当にやったってこと？やったっていう言葉は出てないけどやったってこと？桑名のさ話だとさ、もうめった刺しじっくり何日かかけてさ、いろんなところを刺して痛めつけてっていう話だったよね。相当なわかりました。憎しみだよね。改めて言いますが、ね、俺たちはあなたの敵じゃありません。でしたらもう下ろしてください。何か桑名に伝えることはありますか？あります。すぐにどこか遠くへ逃げてほしい。公安に目をつけられた以上捕まるのは時間の問題。国内にいたらどこであっても危険です。もし彼が公安の手に落ちたら知っていることは全て引き出されます。拷問とかされちゃうってこと？ええ。その時は多分絶対表に出ない場所で、誰だって耐えられません。洗いざらい喋らされるでしょう。そして私も弱みを握られ公安に逆らえなくなる。そうですね。
きっと国民のお金は博打に回され、何より誰も厚労省の腐敗を立て直せなくなります。そうですか。でもそれが何なんです？あなたはやっぱり自首するべきですよ、楠本さん。殺人の罪でですか？でも私が殺したのは本当に人だったの？河合信也は正真正銘の人でなしだった。あなたは充が何をされたかビデオを見たんでしょ？北方先生のことを私はずっと憎んでいました。充へのいじめを軽く見すぎた無能教師。でもそれが8年も経って私の前に現れ、あのビデオを見せてきた。そしてそこに映る連中を罰しなくてはならないと言った。充のために絶対にやらなければならないと。あなたはそこで踏みとどまることもできたはずです。ええ、確かにそう。散々迷いました。いくら恨みがあってもそれは決して許されることじゃない。でも北方先生の言葉が頭から離れなかった。だから私は河合がカムロ町で働いていると聞かされ見に行った。河合は充の飛び降りの直後、私に涙を見せて謝罪したんです。会うのはそれ以来でした。あいつが私を見て凍りつき、また一言謝ってくればそこで踏みとどまれたかも。そうはならなかったの？ええ、あいつは私の顔を見てもまるで誰だか気がつかなかった。それどころか若い男に言い寄ってきたおばさんだと勘違いしてた。お小遣いをくれれば遊んでやるよって。やっぱり謝罪の時の涙は形だけだった。そんなこともちろんずっと前から分かってたけど、私はあいつを殺しちゃいけない理由を見失った。充をいじめてた他の子たちは命が取られないだけ感謝してほしいくらいだから、私は自分に償わなきゃいけない罪があるとは思えないんです。だいたいずっと目覚めない息子の顔を毎日見てるのに、これ以上私に何をしろっていうの？桑名もそう言ってましたよ。でも今言ったのと同じことを彼女にも言えますか？これは沢さん。あんたたちは憎い相手を殺してうまいことやったつもりだろうが、その結果起きた彼女の犠牲からは都合よく目をそらしてる。俺は以前誰かの正義に他の誰かが犠牲にされるのを目の当たりにしたことがあります。だから同じことを黙って見過ごすわけにはいかないんです。このスマホは盗聴されていません。もし自首する気になったらこれで俺たちにも連絡くれますか？こっちの話は以上です。いやー、杉浦君、かっこいいね。ね、お父さんはいないんだっけ？そういう話出てきましたっけ？車ここでいいの？八神さん。ああ、桑名と話しに行く。楠本玲子に会ったことをさ。多分怒るよね、桑名さん。勝手な真似したなって。ああだからお前は一緒じゃない方がいいよ。そっか。じゃお言葉に甘いまーす。
なんか弟分っぽいんだよね、ずっとね。まあ年下なんだけどさ、杉浦君は。チュワースオッケー。誰に対してもこの口調。RK か。まだうろうろしてんだね、この辺でね。RK か。もうチンピラだらけ。チンピラもヤクザもギャングもこの町には多すぎて、おれやおいしいや背負い投げ。しばらく寝とけって。1000円か。1000円ポチか。いや、一旦戦わずにもこっち。またねああダメか。間に合わなかった。戦う。おりゃもうどのグループなの、あなたたちは。あなたたち RK？ ただの町のチンピラ？おりゃおっしょいやわ、背負い投げ。おれ背負い投げが強いね。背負い投げを覚えた。せいオッケー。背負い投げ強い。うわっと待って、まだいた。オッケー。お、いいね。そうだ、これ解放したかも。なんか倒れてる相手に対してのなんか技。そろそろ SP も溜まってきたかもしれない。あ、めっちゃ溜まってる。9万 SP 溜まってる。よし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 。どうしようかな。どうしようかな。アビリティを解放していくか。ちょっと待ってね。体力だな。体力、あと攻撃力も上げたい。バトルリワードはSP がね効率よくたまるやつはもうマックス上げたから、 EX エクステンションってなんだっけ。 EX ブースト時にゲージが減りにくくなるもいいね。でもやっぱ攻撃力かな。攻撃力を上げてく。まあもう一個攻撃力上げてく。であとはアビリティかな。敵に囲まれた状態からの反撃。待て、 SP 溜まってる。めっちゃ溜まってた。そうだよね。だってさ SP 溜まりやすくするのもマックスランク6まで上げたから、そんななんか大して多分敵と戦ってないけどめっちゃ上がってる。敵と戦うだけじゃないか。そして SP の溜まるのってなんかクリアするごとに SP 溜まってるからかなり効率的にも溜まってるはず。いいね。敵の懐に素早く潜り込んで拳を突き上げる技。 EX ブースト中限定か。まあ走りながら敵の近くで三角簡単そうだからこの辺も開けておこう。VR すごろく限定での EX バースト。この辺 EX か。 EX バースト。体力ゲージ体力を一定以上回復、あるいは EX ブーストを解除すると効果を失われる。なんだ体力赤点滅時に EX ブーストを起動すると、攻撃威力が大幅に増加。なるほど。まあでもすぐご飯食べるしな。すぐご飯食べるからもう体力ゲージ赤のになったらもうすぐご飯食べたいからあんまり使わないかもな。瀕死時にモータルリバーサルの威力が増加。普通に流し使うからこの辺解放しとこっかな。流しの方の技を解放しとく。まあ、この辺解放しよう。受け流し。よし、OK。はい。流し中心に解放していく。結局なんかいろいろ試した結果、1対1の対マン勝負の時は1戦なんだけど、基本的にはね。でも
流しの方が私は使いやすい。だからタイマン勝負でも流しを使うことの方がね多いのよ。あれこれ何？ここ何の部屋？こっちじゃないの？ちょっと待って、こっちじゃないの？上？下？こっちか。あ、いたよ鉄装。兄弟。なんだよ、しばらく顔見せてなかったじゃねえか。ああ、寂しかった。ほんの 2,3 日だったろ桑野。そりゃなんつうかお前のすぐ後ろっつったら驚くか。ちょっとそういうとこは鼻につくんだよな。何か電話じゃ済まねえ話か。ああ、怒らせたくないな、あんまり。楠本玲子に会ってきた。5年前に河合を殺した件、自首を進めてきたんだ。なんだと？相手はなんて言ってたんだ？言ったね。自分に償わなきゃならない罪はないって。当たり前だ。お前勝手に何してんだ。あの人にはもう終わった話だ。二度と巻き込むな。勝手に終わらせんな。沢先生の事件は何も解決していない。彼女の親御さんはどうだ？きっと娘があんたに殺されたと思ってる。理由は分からず犯人も捕まらない。何の事実も知らされずにこの先もずっと苦しみ続けなきゃなんねえのか。そんなことを沢先生が望むか。あんたらの正義も彼女だけは救おうとしない。まともに向き合おうともしねえ。どう言われようが楠本さんをこれ以上苦しませんのは絶対に許さない。あんたがそう言うと思ったから彼女に会うことは黙ってた。桑名もすごい正義感だね。彼女はな、ああ見えてまだ満の飛び降りから立ち直れてねえんだ。河合を殺したことには今も迷いを感じてる。俺と違ってね。あんたと同じなら俺ももっと強く彼女に自首を進められた。彼女が河合を殺した証拠はない。河合はカムロ町から姿を消しただけで警察だってそれを把握しちゃいなかったくらいだ。それにそもそも死体がなきゃ事件にもなんねえ。どのみち彼女は絶対に捕まらねえぞ。いや、河合の死体は桑名が隠し持ってる。確か間宮結衣がそう言ってたはずだ。そうだね。なんか冷凍してるって言ってたよね。しかもさ、間宮さんたちのさ手形が指紋がいっぱいついてるわけだから、まあそれをね元に脅されてたわけだよね。楠本さんが自首したところで警察も扱いに困るだけだ。俺はあんたのことも見過ごせないと思ってるよ。殺してきたのは7人だったよな。もうそこに何の躊躇もないのか。その証拠は？証拠もないのに人を疑うなんて。お前そんなことで本当に弁護士だったのか？煽るね。今カムロ町で俺の仲間が江原の控訴に向けて準備してる。あんたの実態にもそこで光が当てられる。それについて言えば悪くない展開だ。いじめ加害者を誰かが裁いていると世間にも知ってもらう。ただその時にはもう俺はまた別の名前で姿も変えてるだろうがな。あんたはまだ続ける気なのか。沢先生の犠牲はあんたにとって何でもなかったのか。お前の言い分はずっとそれだけだ。でもな、彼女にとっても全部明るみに出るのがいいことかわからないぞ。沢君にだって後ろめたいことがあった。今お前に送ったのがその証拠だよ。何なんかやだ。なんだこれ、音声ファイル。江原さんが裁判で負けたすぐ後、俺と彼女が電話した時の会話を録音したものだ。何？敏郎君は顔を晴らしながら屋上に逃げ込んできたんです。後からすぐ三越柴という生徒が探しに来ました。あの時敏郎君の怯えてた顔が頭から離れません。全て打ち明けてくれました。からかわれて、殴られて、お金を取られて、
誰も助けてくれなかったって。でも私はそれを法廷にまで行ってなかったことにしてしまったんです。本当はそんなこと絶対にしたくなかったのに。でも証拠もないのに私一人証言したところで勝ち目はないと言われて。沢君は法廷で事実と違う証言をしていた。それを後ろめたく思ってた。言ってたね、それはね。こんな話をあんたは録音してたのか。沢先生が弱ってたところにつけ込んで。ああ、そして江原さんに聞かせた。あの人には息子が自殺した本当の理由を知る権利があった。あんたは自分の仲間が欲しくて江原の復讐心に火をつけただけだ。いじめってのは人間の本能に近い行為らしいな。だから絶対になくならないそうだ。でもよ、例えばの話、どうせ汚れるからってトイレを掃除しないことあるか？誰かが手汚してきれいにしなきゃ。これからもずっと。俺は第2第3の楠本充を守るためにこの先も殺し続ける。抵抗できない相手に好き勝手やる連中は見せしめに制裁を受ける必要があるんだよ。法が代わりに機能してくれんなら俺だってやりたくない。あんたの言いたいことはわかる。でもやりすぎだ。もうよせ、桑名。どうしても俺を止めたいならお前も俺を殺すしかないな。正義のためにさ。また喧嘩が始まるんじゃねえかと思ったよ。この間は後片付けが大変だったんだぞ。次あいつとやり合うときはもう軽い怪我じゃ済まなくなるな。そん時はここじゃなくてよそでやってくれ。顔の傷が気になるね。もう仲良くなったから聞きたいけど、鉄相の顔の傷、あの十字の傷、9はもう上がりかな。99課に戻って休むとするか。顔、お前どうした？どこでそうなった？一体それも気になる。ちょっと近場のものだけ取って、出口どっち？下か。出口こっち？あれどっから出るの？こっちか。ここじゃない。出口どこ？ね、出口、あ、こっちか。びっくりした。びっくりした。パラレルワールドにまたなんか迷い込んだのかと思って。こっちじゃない。待って、こんなところ見てない。初めてなんか中華街っぽいね。ここの扉は入れないんだね。ここじゃない。ちょっと待って、もうさ、もうなんか地上を歩くと迷子になるので、もうなんか屋根とかの上から高いところから登って、高いところからもう帰りたいんですけど、出口がないんですけど。緑の線書いてる？ここ？こっちか。本当だ。緑の線見えてたのに、こっちですね。ありがとうございます。私どうやってあそこまでたどり着いたんだろう。ありがとうございます。近いから何も用じゃねえ。お前らに用。金のやついるね。やるかやろう。無視していってる金のやつ。お前らに用はねえ。ちょっと待って。
金のやつに用がある。しばらく寝とけっての。なんだ金のやつやろうか。金のね、この人もね、やるのがいいのかどうか果たしてよくわからない。なぜなら結構弁当を食べなきゃいけないことになるから、この人倒すとお金いっぱいもらえるんですけど、5万ぐらいかな。やった強いからね、弁当やら何やらをいっぱい消費するんですよね。ただ上やおれおっといややるな、さすがプロレスラーみたいな技をかけられた。ならこっちもおれうわっといやトマトゲットやシャッシュッそら今回はあんまりやられずにいいかも。うわこれいいね、この技私もかけてみたい。はい行くぜ。いいやよしオッケー。だけいくら獲得？時間食っちゃったよ。5万獲得。やっぱ金のやつら、金のスーツの人は1人倒すと5万なんだね。よし、もうこの人たちは無視、この人たち無視でいく。この人たち無視でいく。追いかけてこない、ちょっと悲しい。追いかけてきた、ちょっと嬉しい。道路滑ってく、道路滑ってく、堂々と滑ってく。よし、来た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 。楠本さんは今も悩んでたんだね。殺すのも迷ってたって言ったけど、殺したことを悩んでるのか今も。それが正しかったのか。寝るか。でももうやってる時はもう本当にもう彼女も多分その時はもう人で亡くなってたんだろうから、あんなおぞましい殺し方ができたんだろうね。もしもし、白崎です。八神さん、今日も横浜ですか？ああ、もうずっと横浜です。江原の裁判の件。ええ、その控訴にあたって検察側が相談したいと言ってきています。非公式に。非公式に？やだ。どういうこと？江原の殺人動画を新証拠とするか、事前に裁判官と協議したいと。すでにネットで多くの目にさらされた動画です。それをどう扱うかでみんな腰が引けてるんです。検察はまたフェイク動画とか言い出す気かな。圧がかかってるだろうからね。いろんな思想、それで今日その打ち合わせをすることになったんです。裁判所の会議室で。急で申し訳ないんですが、八神さんも同席できますか？ズームじゃダメなの？もちろん。ありがとうございます。まだ少し時間があるので急がなくても大丈夫です。では現地で。ズームとかミートじゃダメなの？タクシーで行くか、仕方ねえ。よし。つくももずっと働いてるね、つくも市。本当に。まあこれだけじゃないだろうからね。今一番大きな案件はこれだろうけど、いじめ事件結構ね、つくもの事務所を扱ってるって言ってたからさ、行こうか。まあそっちの方のね、調査とかも。杉浦君と2人だけだからね。つまり間宮由衣は痴漢の被害者ではなく、江原明宏とグルになって殺人のアリバイをでっち上げていたと。我々は痴漢の件を片付けたいだけなのに、弁護側はそこまで話を広げるわけですか。真実を突き止めるのが仕事でしょう。高野被告人が痴漢した動機を説明するには三越柴殺害の事実確認が必須です。そもそも今回の痴漢事件は狂言で、そこに有罪判決が下されることまで初めから彼らの筋書きにあったんです。法廷に強い敵意を持つ被告人ですね。江原は誤審を誘導することで
殺しのアリバイを法廷のお墨付きにしたんです。当時は三越場の死体がまだ出てなかったから気づくことは難しかったと思いますが、我々が出し抜かれたのは確かです。我々？あなたの本業は弁護士じゃなくて探偵でしょ？八神先生は今も弁護士の資格をお持ちです。気に障ったんなら忘れてください、高野検事。私を指導してくれた上司は若い頃そちらの源田先生が苦手だったそうですよ。いたずらに犯罪者たちの無罪を主張し、負けてもしつこく絡んでくる。検察官には常に攻撃的で、おまけにカムロ町でヤクザともつるんでた。かっこいいじゃねえか親父。何より無礼な態度が許せなかったと。へえ、源田先生のことをよくご存知なんですね。私も駆け出しの頃、源田先生に小僧扱いされてました。正直いい印象がありません。検事から苦手と言われるなんて。イケイケだったってことだね。弁護士にとってそれ以上の褒め言葉はありません。うまい返し沙織さん。いいね、うまいね。源太先生、沙織さんのキャリアを心配してたけど、自分が若い頃は検察に喧嘩売りまくってたんだな。かっこいいね。でもさ、カムロ町でさ、ヤクザのさ、元まあ今はなき登場界のさトップとさ、登場界のトップじゃないか、登場界の松金組のねトップと、まあ私にとってはね親父、もう一人の親父と、まあ、仲良くねつるむぐらいの人だから、相当なんか度胸も覚悟もある人だよね、源田さんね。今はね丸くなってね、子供たちの沙織さんや星野くん、子供たちのなんか心配をしてるさ、いいなんかジムのおじちゃんみたいな感じの立ち位置になってるけど、源田事務所の弁護士魂はいつの間にか沙織さんが受け継いでたらしいだね。でいつか星野くんにも伝染されるでしょう。その話を戻しましょう。それはね、確認ですが、被告人自身は控訴の件を了承してるんですね。ええ。しかしもし江原が本当に殺人を犯してるなら、そのアリバイを蒸し返されたくないはずでしょ。江原の目的は殺人の罪を逃れることじゃないんです。じゃあ何だというんだ。法を貶め嘲笑ってみせること。だったらそんなのは相手にしないことが最善の手だ。ええ、多分そうですね。法が公正であることより検察や法廷のメンツを第一とするなら。なんだと？よく言った。その通り。失礼、遅くなりました。なんだ公安？何誰？この声聞いた。公安じゃん。楠本玲子のところに行った公安じゃん。今回控訴にあたって弁護側は被告人の無罪を主張する気ですか？そしてそのために彼の殺人を立証すると？待ってください。その前にそちらは？警察庁の方です。江原が現役の警察官ということもあり、今回一応状況を確認させてもらいたいと。議論に加わるわけじゃありません。警察もこれ以上恥をかくわけにはいきませんから、正しい情報を国民に発信する必要があるんです。お名前を伺えますか？坂東と申します。肩書きは？警察庁の所属で調整官とだけ。これ以上話し合いの邪魔になりたくはありません。どうぞお気になさらず続けてください。警察庁警備局。もうちょっと出してちょうだい。私が思ってた以上にここは非公式な場のようですね。読むのに時間がかかる。裁判長に改めて検察の意見を申し上げます。江原明宏の控訴において、我々は例の殺人動画を新証拠として認められません。出どころ不明のネットの噂に過ぎないんです。軽々しく法廷に持ち込んで審理すべきではありません。確かに。さらに江原が法廷に強い敵意を持っているのなら、例のネット動画もまた罠である可能性があります。罠？ええ。次は逆に映像を加工捏造していたという新証拠がネットに流出するかもしれませんよ。その時控訴が始まっていたらどうします？やっぱりやめようとその場でお開きとしますか？江原一人の気まぐれに振り回される、
そんな法廷の姿を国民に見せるわけにはいきません。であるならば、法は粛々と江原に下した刑を執行すべきです。いかがです、弁護人。あなた方はそこまで考慮した上で控訴を申し立ててるんですか？ええ、何と言われようと私たちは被告人の無罪を主張します。あんたもそうか？あんた呼ばわりかい。そちらさん、江原の控訴について俺は今どう考えてる？どう答える？へえ。益子殺しを償わせるべきだ。江原の無実を証明してみせる。江原の有罪判決は間違っていた。で、どれも正解。どれも正解。江原の控訴にあたってこっちの姿勢を検事に伝えてやろう。どれも正解。だってもう私たちが考察したことが真実だなわけだから、推理したことが真実だったことがもうさ、関係者たちのさ証言でもうそれが真実だと分かってるわけだから、このまま間違いのままいくわけにはいかない。江原の有罪判決は間違っていた。江原の有罪判決は間違っていた。一審の時、あの人を有罪にするだけの証拠は揃ってなかったと俺たちは考えています。江原の手からは被害者の下着の繊維が検出されている。トリックです。事前に被害者と共謀して仕込まれてた。それがトリックだったと立証する証拠がない。間宮結衣と江原が事前に会っていたんだったか？ならその証拠は防犯映像でも残っていたか？いえ、ありません。駅の防犯映像は必要なければ数日で消されてしまいます。ああ、でも江原と間宮結衣がグルだった可能性がある以上、下着の繊維も有罪の決め手にはならない。そうですよね。他に江原の有罪の決め手は何だったっけ？防犯映像かな。それにテレビで何回も流してたスマホ動画。あれだって犯行を立証したとは言えないよな。何しろ決定的な穴がある。なんだと？俺たちはその証拠を足で稼いできたよ。江原の痴漢を証拠づけてきた防犯映像には大きな穴があったはずだ。それはこれだ！突きつけろ！あんたは現場にちゃんと足を運んだか、高野検事。お前の目は節穴か。でも新宿駅なら何度も行ったことがある。私もだけど。ならわかると思うけど、あそこは防犯カメラが山ほどあってほとんど死角がない。でも現場を細かく調べるとやっぱり死角はあったんだ。逃げる江原とそれを追う間宮結衣、一部始終が映像に残ってるように見えたけど、この矢印の点線部分はどのカメラからも死角になっていた。ここに江原が替え玉と入れ替わることのできた一瞬の穴がある。江原のすぐ後ろから被害者が走って追いかけていた。目の前で入れ替わったりしたら彼女がすぐ気づくだろう。みんなグルだからね。気づくも何も事前に入れ替わることを知ってたんだ。それを証明できるのか？高野さん俺たちは被告人の無実を証明したいわけじゃない。何？一審で検察が揃えた証拠だけじゃ被告人の有罪を断言できないと指摘してるんです。それが弁護人の役割ですから。その通りです。少なくとも痴漢が狂言だった可能性を検察は潰しきれてない。なら疑わしきは罰せずでしょう。その言葉は一審の時に言うべきでした。もっともおそらく白崎先生も被告人の無実を信じていなかったのでしょうね。一審の有罪判決は被告人に誘導された可能性があります。
そこに気づけなかったことは私たちのミスです。でも気づいた後に正そうとしないのは隠蔽です。大げさな言い方はよせ。たかが痴漢だ。この人検事に向いてないんじゃないの？今の発言は聞き流せませんね。たかが痴漢なら冤罪が許容されると国民にそう受け取られかねません。ええ、失言でした。取り消します。やはり本件は控訴審で審理するのに値する事件ですね。もし敵意ある被告人に誤審を誘導されたのなら、それを正せるのも法廷だけです。ありがとうございます。ただし江原さんの殺人動画は私も見ました。あれを法廷で証拠とするのは私も難しいと思います。残念ながら現時点で法廷に持ち込むことは認められません。殺人動画だけで有罪判決はひっくり返すことがひっくり返せない。そもそも法廷に出すこともできないってことか。よかった。このさ、裁判官が。沙織さん、先に行っててくれる？え？後で事務所に顔出しに行くよ。わかりました。裁判官も失礼します。何かの圧に押しつぶされる人じゃなくてよかった。坂東さんでしたっけ？公安の。その所属は名乗りませんでしたがまあそうです。楠本玲子を知ってますか？厚生労働省の事務次官。もちろん。彼女を監視する理由は？おお、ドストレートだね。いいね。そりゃ人聞きが悪い。今ここにいるのは俺とあんただけだよ。なるほど。話が早くていいですね、八神先生。この局面に現れる公安の人間が楠本玲子の件と無関係なわけがない。あんたにとって江原の裁判はそんな重要なものじゃないよな。ってことはここに来たのは俺と会いたかったからじゃない？桑名の居場所を知りたいんだろ？全然見つからないんであんたも重い腰を上げなきゃならなくなったとか？そういうことか。桑名こと北方優は殺人容疑で指名手配中です。居所をご存知ならぜひ教えていただきたい。殺人で指名手配ね。いや、沢先生はあんたんとこで使ってる RK が殺したんだ。それを隠し通せると思ってんのか？もう現場の刑事だってみんな疑いを持ってる。現場の刑事管理する側とされる側は対立をはらんでいるものですよ。現場の警官は上への愚痴をこぼしながら走り回るのが常です。私も若い頃はそうでした。じゃあなんであんたは警官じゃなく半グレを駒に使ってんだ？そのせいで沢先生を巻き込んだんじゃないのか？おっしゃってる意味が分かりません。もう明らかなおとぼけかまされてるね。間違いない。この音間違いないのよ。このリアクションやってるやつのおとぼけなのよね。この男が歩けを動かしてる、少なくとも相馬に指示を出してる連中の一味だ。あんたは今回の件が初めから汚れ仕事になると分かってたんだ。だから表立っては警察の人間を使えない。それともそこまで信頼できる部下を自分の手元で育てられなかったのかな？なるほど、そりゃいい。公安の人間にできるのはせいぜい監視と逆探知。残りの荒事は半グレに丸投げだ。そうかもしれませんね。ただそれでもお前らを踏み潰すには十分なんだよ。出しちゃってるね、全部をね。一応聞くけど相馬は今どこにいる？そっちがすぐに桑名を差し出せばこれ以上犠牲者は出ない。なんだと？奴をかばう理由があるのか？
分かってるぞ。桑名はいじめ加害者を処刑して回ってる。著しく治安を乱している人間だ。だとしても沢先生の件はあいつが犯人じゃない。私は議論するつもりでここに来たんじゃない。最後通帳だ。最後通帳、人生で初めて聞いたけど何？最終忠告だったら知ってるけど、最終忠告だったら知ってるけど、最終通帳、最終通帳何ですかそれ。何ですか？誰かすいません、教えてください。さてここからどう動いたものかな。敵は桑名を探してる。こっちはどうする？桑名もね、なんか勝手なことすんなって怒ってたし。あ、ここカムロ町か。戻ってきたのか、カムロ町。源太法律事務所に一旦じゃあ戻ろっか。タクシーで行こう。あ、やっぱ安いね、カムロ町の初乗りは。ここだね。はい。源太先生いじってやろうかな。源太先生昔尖ってたんすよねつってまあなんかね、わかるよね。真実をもうとにかくなんかなりふり構わず、とにかく真実を突き止める。多分そういう精神でやってたんだろうね、若い時の源太先生も。今も変わらずだけど。RK か。見張られてるね、相変わらずね。RK か。これ見よがしに監視してやがる。公安から俺への圧力ってことかな。ねえ、こう、どこまでリアルなんだろうな。なんだ、外でなんか荒れてるな。健太先生、尖ってたんすか昔。高野って検事どうだった？いや、俺どうもあいつを昔小僧扱いしてたらしくてな沙織君にそのとばっちりがいかなきゃいいと思ってんだがよ。ああ、尻拭いを沙織さんがすることになるかもしれない。小僧扱いしたせいで健太先生が。覚えてないのね。八神さん、さっきは大丈夫でしたか？警察庁のあの坂東という人、もしかして RK のバックについている一味ということでしょうか？ああ、間違いない。桑名の居場所を知りたがってた。なるほど。そういえば星野くんが RK の噂を聞きつけてきたようです。星野くんもずっと星野くん協力してくれてるね。 RK のことで何か聞きつけてきたって？ええ、どうやらあの阿久津って幹部がカムロ町に戻ってきてるそうなんです。昨日から。じゃあ相馬の居場所 RK のナンバー2ですよね。吐くわけないか。ああ、あいつなら多分相馬の居所も知ってる。まあ吐くわけないよね。阿久津はカムロ町のどこに戻ってるんだ？行ってみる価値はあるか。八神さんはご存知かどうか、 RK はカムロ町に息のかかったキャバクラをいくつか持っているようで、それをナンバー2の阿久津が仕切ってます。で、系列店で売り上げのいい子とか今後期待できる評判のいい子がいると、阿久津が直々にボーナスを手渡してくれるらしいんですよ。星野君はどっからそんな情報を取ってくんだ？楽しんでる。うちの依頼人はキャバ嬢とかカムロ町で働く人が多いですから。なるほどなるほど。要するに客から売れそうな子は阿久津に会えるということですね。ねえ、ここ何日かその表彰が途切れてたんですが、昨日はそれがあったみたいなんです。つまり横浜に行ってた阿久津がカムロ町に戻ってきてるってことですよね。なるほど、確かにそうだな。なんだで、沙織さんが具また体的に阿久津はカムロ町のどこに戻ってきてんだ？そこまではまだ。 RK の幹部は毎晩居場所を変えるらしくて、多分警察に行動を把握されないためでしょうね。でも売れそうな女の子になら阿久津の方から声をかけてくるわけか。
注目もうが。全然嫌じゃありませんよ、この展開。むしろ望むところです。うふー。沙織さんがまたキャバ嬢になってくれたら阿久津を引っ掛けられる。これは RK の潜入ミッションになります。だから危険なのは分かってるんですが、くそー、うわー、来た僕はまー。た沙織さんの変身が見たい。こんな自分を何を言ってんだお前。どこか出たはっきり RK の系列って分かる店は星野くんの中の野獣が。ねえ、ずっと前にも沙織さんが潜入したいいぞいいぞいいぞ。クイーンルージュというお店がありますよね。あそこが少し前、あそこね。はいはい RK のは半グレに乗っ取られちゃったみたいで。クイーンルージュか。あそこの店長い。はあ変わってないあ、のか沙織さん推しだったよね。そうですね。もともと雇われ店長だったんですが、今も変わってません。ただ以前は高級店だったのに格安を売りにするようになってて、内情は変わってるかもしれませんね。そうか。格安なら俺も行ってみるかな。源太先生仕事してるの？そうか。もうジムのおじさんになっちゃってバカ言ってる時間はありません。そうだな。沙織さんはまた服とかメイクとか来た来た準来た来た備がいるね。一緒に考えるよ。いえ、それなら大丈夫です。先日マリ姉さんと一緒に RK 好みのメイクを追求したところです。今回もそれで同じで行こうと思います。ああ、マリネと。服とか変えたいんですけど。でもほら、男好みのメイクはやっぱり男がやった方がいいしさ。お言葉ですが、見てもいないのにその判断はいただけませんね。あ、そう怒られちゃった。やべ、なんか地雷踏みかけてるか俺。ここは彼女たちのセンスに任せるべきか。ちょっと待って、もう少し手を加えようか。沙織さんに任せるようにした方がいいけど、やっぱり俺がメイクやり直すよ。言ってみたい。ちょっと言わせて。やっぱり怒らせたい。俺がメイクを考えるよ。沙織さんに怒られたい。私とマリネさんとで一生懸命工夫したメイクです。それでも八神さんが改めて一からメイクをすると。いいね、そのや瞳に。ばいですって八神さん。その瞳に。沙織さんの激励に触れてます。正気ですか？いや、これは遊びじゃねえんだ。誰がやったかより結果が出る方を取るべきだと思うぜ。真剣な源太先生。私たちのメイクはすでに一度結果を出していますが。そうだね。どうする？こういう時の沙織さんには逆らうべきじゃないんだけど、もう少しだけ変えてみようか。見てないのに。でも確かにさ、そんなこと言ったらちょっと何よって思うよね。でも言わせて。悪いけど一応確認だけさせてくれる？もしかしたら少し変えてみるかもしれないけど、相手は RK とその裏にいる公安だ。俺も遊び半分で言ってるわけじゃない。本気なんですね。本気です。マジっすか八神さん。こんな沙織さんに逆らうなんて正気じゃないですって。八神、よく言い切ったな。俺はお前を尊敬するぜ。ただのジムのおじさん。わかりました。八神さんの本気が伝わってきましたから。いいね。私の気迫負けですね。ありがとう。では参りましょう。言ったからにはバッチリ頼みますよ。ありがとうございま八神さん。す。手を加えさせていただきます。直接。はい。前回のところからだね。まあね、もう全然いいのよ。ちょっともう一回香水振り付けておこうか。つけた人の気持ちを落ち着けてくれる今話題の香水。人気の香水つけました。まずまあもう完成されてるんだけどね、ちょっとどうしよっかな。思い切って変える？来た1作目の時はねこの髪型だった。私この髪型がいいんだけど、同じだとさつまらないじゃないね。なんかねやっぱねどうしよっかな。なんか他が全然さどうなんだろうこれ。もうね長くなるとアップがいいの。アップがいいんだけど変なのこれ。ちょっと横の髪がね出すぎなの。あ、ちょっと待って、横の髪がね出すぎなんだよな。アップがいいんだけど、アップにしてみたいんだけど、これでさ決定してみるじゃない。あー悪くない？いや横の髪とねちょっとね前がね
もさい感じしません？ちょっともさいんだよな。アップがいいんだけどさ、かといってちょっとこれはあれうまく決定できてない。これはちょっともうなんかもうももちアイドルのももち、こうじゃない、こういうことじゃないんだよな。悪くないかも。ちょっと待って、ミニスカでいこうか。今回ちょっとイケイケでいこうか。なんか自分の好みではないけどイケイケでいく。今回はちょっともうこれはほぼ下着、これはほぼ寝巻き。これもいいね。これも可愛いね。髪型いいかも。これもいいかも。なんかずっと清楚系で言ってたけど、これ結構いいかも。なんかね、露出があってもちゃんと気品がある感じにしたいの。これはなんかもう唯一無二の存在感だね、本当にね。唯一無二の存在。なんかね、下品な感じにしたくなくて上品な感じにしたいんですよね。ちょっとミニスカにしてみようかな今回。これもいいね。なんか同じ毛糸系でベージュ系でこれにしよっかな。星野くんをびっくりさせたい。星野くんをびっくりさせたい一心で。いいかも。結構いいかも。赤似合う。いいじゃん。これでいく。意外にいいかも。全然いい。すごくいい。むしろいい。いいね。こういう露出が激しいのに柔らかな眉っていうそのギャップ、強い感じじゃなくて柔らかな眉というギャップ、いいかもしれない。で目元は今回バッチリ決める。やっぱ黒が好きなんだよな。こういうのってやっぱ自分の好みが出ちゃうな。なんかいくら派手にしようと思っても好みが出ちゃうな。でもこれ結構いいかも。でもやっぱ好みでいこうか。黒、私の好みで。アイライナーも今回はこういうね、なんかパンダメイクじゃない方がいいね。バッチリメイクでいく今回。いいね、綺麗だね。でもまあやっぱこれかな。これがいいかな。アイシャドウ、これがいいかも。服の色に合わせてこっちでもいいかもね。これがいいかな。服の色に合わせてこれにしよう。でカラコン、すごい可愛くない？もう可愛くない？なんか色がでもガチャガチャしすぎてるかな。すごい可愛いタイプ。待って、ちょっと待ってね。これがいいかもしれない。でチークはどれがいいかな。肌なじみがあんま濃すぎない方がいいな。目元が濃いからあんまり濃すぎなく、もうなくていい。でリップは思いっきり赤とかがいいんだけど、本当はこれオレンジなんだよな。オレンジっぽいね。やっぱこれがいいかな。プルプルな感じ。ちょっと濃いめでいく。ちょっとブラウンが入ってる系でいく。すごくいい。よくない？すごくいい。靴はないよね。ちょっと待って、爪変えよう。爪。これは私の中学校時代の初めての上下セットのパンツとブラの模様、レインボーカラー。これかな。合わせて。で腕はなくていい。これでいく。よし。
待って、意外にいいのができちゃった。ちょっと待って、もう前回に勝るものはないと思ってたけど、いいのできちゃった。ちょっと早く星野くんに見せたい。もうメイクが仕上がるまでまだ少し時間があるかな。何が起きても大丈夫なように俺も準備しとくか。何が起きても大丈夫なように。待って、じゃあポッポか。ポッポに行くか。ちょっと急いでポッポに行こう。ちょっとご飯結構もうなくなってきたので、急いでポッポに行く。どけ、どけ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 、みんなどけ。早く沙織さんの登場を見たい。いらっしゃいませ。みんなどけどけ。よし。ちょっと待って、速攻で買う。焼きそばがある。寿司詰めはとにかく買えるもの全部買っとく。焼きそばも買っとこうか。じゃあお弁当系があんまりないから焼きそばも買って、あとこれ何個所持数いっぱい持ってる。これも買っとく。これはいいか。ありがとうございました。よし、オッケー。もう速攻で行く。もうそこで買った。よし、急げ。待って、一番いいのできちゃったかもしんない。なんかね、ずっとね、沙織さんは結構清楚系のもうできてる。バッチリ準備済み。こっちの準備はできてる。あとは沙織さんが出てくるのを待つだけだ。ミニスカいい。そしてなんか純粋派がやっぱ好みだから私。これはあれ、ちょっと待って。やっぱりいいね。まあ少し悔しいですけど、結果的には八神さんにお願いして悪くなかったかなと。ありがとうございました。ならよかった。想像以上にバッチリ決まってるよ。いや、清楚も良かったけど。クイーンルージュへ。沙織さんがメイクしてる間、店長には入店のことを話しといたよ。星野くんが言ってた通り、ある程度売り上げが見込めそうな子には阿久津からお呼びがかかるってシステムらしい。わかりました。これは負けんでしょ、他の子に。店のナンバーワンを目指せばいいわけですね。自信のほどは？できるかできないか保証はできません。ねえ、すごいね。ただやるだけです。峰不二子。どこまでもついていきますよ。クイーンルージュに行きましょう。前にも一度潜入したお店です。うまくやります。かわいい。心の中が沙織さんのままなのがかわいい。来たー。ねえ、どう？私気をつけて。すごいね、沙織さん。星野くんは比べて見て。横歩いていい？この人の横。この違い。ちょっと沙織さん短すぎるでしょ、さすがにそれは。比べて私とあなた、どっちが綺麗？比べてあなたと私、どっちが綺麗？どっちがすごい？見よ、みんな見よ。そりゃ悲鳴も上がるでしょう。星野くんはどこ？すごいです。これはちょい何するんですか？訴えますよ。なんか大人の色気が超やばいって感じ。あんたも色気ないもんね。女の人たち、あなたたち見よこのボディ。こっちじゃないの。
ここからナンバーワンをキャバクラで目指していくところではあるんですが、ちょっとここから多分ね、長くなる気がするので、いいところではあるんですけども、ここからのお楽しみはまた明日続きやりたいなと思います。こりゃすごいよ。ちょっとナンバーワン作っちゃったかもしれない。私前回を超えるナンバーワン、沙織さん史上ナンバーワンを作っちゃったかもしれないです。ということで今日は沙織さんをこういろんな角度で、時計はつけてないの沙織さん。ちなみに私の好きな角度言っていいですか？もうちょっと下アングルから行きたいんだけど、私の好き角度はやっぱこの辺からのもうちょい下からのアングルだね。体のラインがすごく綺麗に見えます。素晴らしいです。はい、ということで皆さん、ちょっとね途中ではあるんですが、いいところではあるんですが、この続きまた明日以降進めていきたいと思います。はい、それでは皆さん今日も、チャットコメントありがとうございました。また明日待ってます。遊びに来てね。動画いいねと思っていただけた方、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ様でした。バイバイ。ありがとうございます。またね。バイバイ。